皆さんこんにちは。リアルな日本語のポッドキャストのお時間です。はじめまして。私はオンライン日本語コーチのしおんです。普段私は日本語を教えている先生なんですが、このチャンネルでは教科書にはあまり出てこないネイティブが普段使っているリアルな日本語をお届けしていきます。スピードもテンポも実際の日本人と同じです。ちょっと早いなと思うかもしれないんですが、ネイティブのスピードに慣れることがリスニング力アップの近道になります。もしちょっと早いなと思ったら、再生スピードは自由に変えられます。まだ聞き取れないという方は 0.75 倍速や 0.5 倍速に変えてみてください。慣れてきたら通常のスピードへ。上級者の方は 1.25 倍や 1.5 倍にして聞いてみてください。そうすると通常のスピードで話している日本語がとってもゆっくりに聞こえてきます。まずは自分のペースで少しずつステップアップしていきましょう。そして皆さんこんなことを感じたことないですか？知ってる単語やフレーズなのに会話が聞き取れない。ネイティブの話すスピードが速すぎて今なんて言ったってなる。先生の日本語は聞き取れるけど、日本人同士の会話はスピードが速すぎて無理。実はこれ全部ネイティブのスピードに慣れていないだけなんです。そしてそれは私も英語で同じ経験をしました。英語を勉強している時、ネイティブが話す Vlog やポッドキャストをよく聞いていたんですけど、全然ついていけませんでした。でもそこからシャドーイングの練習を取り入れたら、だんだんスピードに慣れてきてリスニング力も上がりました。シャドーイングっていうのは聞こえてきたフレーズのすぐ後を追いかけて発音する練習方法です。リピートとはちょっと違くて、シャドーイングをすることでネイティブのスピードやイントネーション、ニュアンスをそのまま真似することができます。このポッドキャストもシャドーイングにぴったりなのでぜひ使ってみてくださいね。そして日本語字幕をつけているので YouTube で聞いてくれている方は CC を押すと自分の言語と日本語字幕の2つで確認することができます。そしてこのポッドキャストを聞いてくれている方限定でポッドキャストの中に出てきたフレーズや単語をまとめたノーションを無料で配布します。リンクは概要欄にあるのでチャンネル登録して受け取ってください。では早速エピソード1、自己紹介を今日はしていきたいと思います。なんですがその前に私カメラの前で一人で話すことに慣れていなくて3本くらい実は動画をボツにしてしまいました。なので今度こそはちゃんと動画にしたいなと思ったのでインスタグラムで私をフォローしてくれている方に質問を募集しました。そしたら30個を超える質問が届いたので、その中から選んで質問に答えていきたいと思います。質問を送ってくれた方ありがとうございました。では今回のポッドキャストはその質問に答える形で自己紹介をしていきたいと思います。まず1つ目、名前は本名ですか？はい、私の名前はしおんで本名です。何歳ですか？はい、1997年の10月16日生まれ、27歳です。同じ年の方はいますか？もしいたらコメントで教えてください。出身はどこですか？はい、出身は北海道になります。今はどこに住んでるの？今は沖縄に住んでいます。そして今までどんな仕事をしてきましたか？はい、私はもういろんな仕事を実はしてきて、一番最初の仕事は地元の銀行で働いていました。銀行では受付窓口の方でお客さんの接客をしていました。その後実はオーストラリア留学に行くんですけど、そこで一度仕事を辞めて日本に帰ってきてからは次また留学したいと思っていたのでアルバイトをたくさん掛け持ちしてお金を貯めていました。アルバイトではお花屋さん、あとはカフェ、あとホテルの受付で働いていました。でその後、あるご縁がきっかけでライブ配信のお仕事をすることになって2年ほどライブ配信のお仕事をしてました。その後フィリピンのセブ島というところに移住して日系の会社で働いていました。その時に日本語の先生のお仕事も同時にやっていたのでダブルワークしていました。ダブルワーク、日本語では副業と言ったりします。はい、副業していたんですけども、副業していてそれから今年の5月の末に前の仕事を辞めて6月から日本語の先生として独立しました。はい、私のキャリアはそんな感じです。こちらももっとお話ししたいなと思うことがたくさんあるのでまた別のエピソードで撮っていきたいと思います。アニメや韓国ドラマは見ますか？お気に入りは何ですか？はい、アニメよく見ます。最近だと、怪獣8号とか
ダンダダンとかよく見てます。あとタコピーの現在っていうアニメも見ていました。韓国ドラマは昔よく見ていたんですけども、最近は見れていなくて、もし何かおすすめがあったら教えてください。ぜひコメント欄書いてくれると嬉しいです。はい、そしてお気に入りなんですけども、アニメで言うと私は宇宙兄弟というアニメがすごく好きです。宇宙兄弟は皆さん知ってますか？兄弟で宇宙に行くっていうお話なんですけど、弟が先に宇宙飛行士になって宇宙に行くんですけど、それを見ていたお兄ちゃんも、宇宙飛行士になって宇宙を目指すというお話です。すごく大好きなアニメで、皆さんもぜひ見てもらいたいなと思うので、ぜひチェックしてみてください。あなたの好きな動物は何ですか？はい、私は猫がとっても大好きです。生まれる前から私の家にはずっと猫がいました。大人になってからも保護猫を引き取って2匹の猫と一緒に生活していました。実は今は沖縄にいるので一緒に住んではいないんですけども、またいつか一緒に住みたいなと思っています。あと面白い質問があったので紹介したいんですが、恋愛で一番大切にしていることは何ですかっていう質問が来ました。私はそんなに恋愛経験いっぱいある方ではないんですけど、一番大切にしているのはお互い自立できる関係性でいられることですね。なんか友達の恋愛とか聞いているとちょっとお互い依存し合ったりとか、なんかちょっと辛そうな恋愛をしてる方多いんですけど、私はそうじゃなくて、お互い自立していることで依存し合わない関係性みたいなのが私はちょうど心地がいいなと思います。私は結構束縛が嫌いなタイプなので、そういう自由でいられる関係性がいいなと思います。自立しているっていうのは、恋愛だけにフォーカスするんじゃなくて、恋愛以外にも自分の楽しみがあったりとか趣味があったりとか頑張って打ち込んでることがある人に結構惹かれるかなと思います。私自身もお仕事だったりとか好きなことたくさんやりたい方なので、恋愛に縛られちゃうみたいなのはすごく嫌だなと思います。なので自立しているっていうことが私の中ではすごく大事なことだと思います。はい、あと趣味は何ですかっていう質問ですね。趣味はそうですね、私はコーヒーがとっても大好きで毎日飲むんですけど、コーヒーが好きなのでよくカフェに行きます。好きなお気に入りのカフェに行ってよくやっているのはジャーナリングですね。私はもういろんなやりたいことがたくさん実はあるんですけど、やっぱり優先順位をつけないとどれも手つかずになってしまってプロジェクトがうまく進まないと思うんですよね。なのでジャーナリングをして自分の今思っていることを紙に書き出すことでよく整理をしたりしています。ぜひジャーナリングおすすめなので、ぜひ皆さんもやってみてほしいです。例えばなんで今日本語を勉強したいのかとか、日本語の勉強する目標とかも書くことで可視化されてすごくわかりやすくなります。それに書くことでなんか夢に近づく気がするんですよね。なんかそのために行動しようって思うし、自分が今何やるべきなのかがはっきり分かってくるので、すごくおすすめです。はい。あと日本語に関する質問たくさん来ていました。ありがとうございます。日本語学習者にどんなアドバイスをしますかって質問が届いてました。これに関してはもうレベルによって全然アドバイスが変わってくるので、一概には言えないんですけど、言語の学習ってなんか終わりがないじゃないですか。なので好きでいることがすごく大事なんじゃないかなと思います。好きでいることと日本語を話せている自分がどうなっていきたいのか、日本語を話している自分が日本語を使ってどうなりたいのかみたいなことを想像することが大事なのかなと思います。これもさっき話したジャーナリングをするのがすごくおすすめで、なんで自分が日本語の勉強したかったんだっけみたいなことを深掘りしていくと、やることとか目標が明確になるので挫折しにくくなると思います。なのでぜひ今日本語学習で悩んでいる方は、まずなんで日本語を勉強したのか、日本語を話せるようになったら何がしたいのか、そしてそれをいつまでに達成したいのかをぜひ紙に書き出してみてください。そして今日からできること、今日からのトゥードゥをまた書き出すことで自分がやるべきことが明確になるので、ぜひやってみてください。はい、次も日本語に関する質問なんですけど、ゼロから日本語を勉強するとき、ひらがな、カタカナ、漢字のどれから始めるのが一番いいですかですね。これはもう確実にひらがなからまずは勉強してください。
私たち日本人も小さい頃、子供の頃はひらがなから勉強を始めました。ひらがながまず読めるようになると、教科書とかも理解することができるようになってきます。だいたい教科書には漢字に振り仮名といって漢字の読み方がついているので、ひらがなを読めるようになるとすごく勉強がしやすいと思います。その次にカタカナですね。カタカナは基本的には外来語、外国から来た言葉ですね。基本的にカタカナで表記されることが多いので、発音がすごく似てると思います。なので発音とか音はね分かりやすいと思うんだけど、形ですね。文字の形はひらがなと全然違ったりもするので、まずはその形と音を覚えていきましょう。そしてその後に漢字ですね。漢字も簡単な漢字からで大丈夫です。例えば山とか川とか、あとは森とか木とかですね。漢字の勉強についてもたくさんの質問が届いていたので、こちらまた別動画で1本撮ろうと思います。ぜひ楽しみにしていてください。はい、まず私も英語を勉強しているのですごく気持ちがわかるんですが、ネイティブのスピードって本当に速くて何言ってるかわかんないですよね。で、その時にまずやるべきこと2つあるなと思ってて、1つはまずは単語を知らないと聞き取れないものを全く聞き取れないので、単語をまずインプットしていきましょう。もうこれはもう地道な努力だと思うので、1日5個、1日10個からでもいいので、毎日積み重ねていってみてください。で、その次2つ目ですね。2つ目はスピードになれるっていうのがめちゃくちゃ大事だなと思ってます。本当にネイティブは速いので、この速い速度で聞き取れるのかどうかが重要になってきます。まずこの私のポッドキャストもまだ速いなと感じる方は、0.75 倍速とか 0.5 倍速に一度速度を下げてみてください。で、そこで聞き取れるようになってきたら、だんだんスピードを上げていくことをお勧めします。そうすることで耳から入ってきた単語や言葉やフレーズを頭で処理するスピードが上がってくるので、ネイティブが話す日本語もだんだん聞き取れるようになってきます。ぜひこのポッドキャストも何度も聞いてみてください。はい、ということで今回はたくさん皆さんの質問に答えてみました。動画いかがでしたでしょうか？カメラの前で話すことに全然慣れていなくって、めちゃくちゃ緊張しながら話してたんですけど、今回はたくさん皆さんからもらった質問に答えていく形で自己紹介してきました。今後は友達同士の会話だったりとか Vlog とかもね載せていきたいなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。最後になるんですけど、ネイティブのスピードに慣れていれば聞こえる、わかる、話せる、この3つのステップが一気に近づきます。このポッドキャストではそういった学びのサポートができるように続けていきたいなと思います。よかったらぜひチャンネル登録して、ぜひ一緒にリアルな日本語を学んでいきましょう。そして概要欄に今回ポッドキャストで私が話した単語やフレーズ集をまとめて解説したノーションのリンクを無料で配布しています。よかったら次はフレーズ集の解説を見ながらもう一度この動画の最初から見てみてください。より理解が深まると思います。ではまた次回このポッドキャストでお会いしましょう。じゃあまたね。皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。オンライン日本語コーチのしおんです。このポッドキャストでは教科書ではなかなか出てこないネイティブが日常で使っている自然な日本語でお届けしていきたいと思います。もしちょっと早いって思った方は再生スピードを自由に調節できるので、自分の聞き取れるスピードで聞いてみてください。今回のエピソード2のテーマは、どうして日本語の先生になったの？将来の夢は？についてです。ではエピソード2スタート。まずは日本語の先生になった理由からお話ししていきます。実は私は2024年の1月から2025年の6月まで仕事の関係でフィリピンに住んでいました。その時に結構びっくりしたのが、フィリピンの方には日本の文化がとても好きな方が多いことに気づいて、アニメや食べ物とかファッション、日本語そのものに興味を持っている方がたくさんいて、で、ある時フィリピン人のお友達から日本語教えてって言われたのが、私にとって初めて日本語を教えた瞬間でした。それまでは日本語を教えたこともなかったし、教えることに対して別に自信があったわけじゃ全然なかったから、どうやって教えようかなって思ってたんですけど、実際にやってみるとめっちゃ楽しくて、お友達もどんどん日本語が上手になるのを見て、そこから日本語教師に興味を持ちました。日本語を教える楽しさとかやりがいにその友達のおかげで気づいて、
オンライン日本語教師としてまずはスタートしました。最初の生徒さんはひらがなからスタートだったんですけど、8ヶ月ほどで日本語だけでレッスンができるようになったりとか、簡単な会話は日本語だけでお話ができるようになってきました。その時に人の成長に関われる教育のお仕事がしたいなと思って、フィリピンで働いていた会社を辞めて、2025年の6月に日本語教師として独立しました。教育とか大人になってから学ぶスキルとかって、その人の今後の人生を変える可能性がすごくあるなと思っていて、私はその成長の瞬間に関われることがすごく嬉しいなと思ってます。でもレッスンで日本語をただ教えるだけじゃなくって、もっと深くサポートしたい、もっとみんながつながれる場を作りたいなと思って、ことむすびという日本語コミュニティと日本語のコーチングサービスを立ち上げました。ことむすびは言葉を通して人と人がつながるという意味が込められています。このお話もまた別のエピソードで深くお話できたらと思います。やっぱり日本語を勉強するのはもちろんなんだけど、同じ目標を持って大人になってからも言語を学んだり勉強している仲間とつながれる、そんなコミュニティを今作っています。で、あとは私はきっと何かに向かって頑張っている人がすごく好きなんだと思います。そしてその人の横で一緒に喜んだりとか、一緒に悩んだりとか、時には背中を押したりするのが私の日本語コーチとしてのやりがいになっています。生徒さんの中には日本のワーキングホリデーの制度を使って日本に移住してきてくれた生徒さんもいます。あとはやっぱり言語って終わりがない旅だなと思っていて、ゴールがない分目標を持って毎日続けていくこと、継続することが重要だと思っています。だけど継続するって一人だとなかなか難しいんですよね。なのでことむすびでは日本語のコミュニティを作っています。あとは私が日本語のコーチとして伴走して、みんなのモチベーションだったりとか学習の管理、あとは何ができてて何ができていないのかをしっかり見極めてサポートしています。なのでまとめると、私が最初に日本語教師としてやってみたいと思ったきっかけをくれたのはフィリピンにいた時のお友達でした。日本語が上手になっている彼女を見て、日本語を教える仕事もしかしたら面白いかもと思って飛び込んだのがきっかけです。今では会社員を辞めて独立して日本語コーチとしてみんなの日本語のサポートをしています。次に将来の夢についてなんですけど、いつか日本に来て直接学ぶことができるリアルな学校を作りたいなと思っています。もっと言うと、日本で暮らしたいとか日本で働きたいと本気で思っている人に向けて、移住サポートとかお仕事のサポートもできるような仕組みをこれから作っていきたいなと思っています。なんでそれをしたいかというと、私自身がフィリピンに移住して外国人としてそこで生活をしてお仕事をしていたからなんですね。その時にフィリピン人の方に優しくしてもらって、人と人って国を越えてつながれるんだなって心から思って、だから今度は日本に来たいとか日本で働いてみたい、日本にいつか行ってみたいと思う方の味方になりたいなと思っています。なので将来の夢は日本語を学べる場所を作ること、学校を作ることです。ただそれは学校になるのかちょっと場所になるのかまだ決まってはいないんですけど、それを形にしていけるように日々頑張っていきたいなと思っています。はい、ということで今日はどうして日本語の先生になったの？将来の夢はについてお話ししてみました。ぜひ皆さんもどうして日本語を学んでるのかとか、将来の夢がある方はぜひコメント欄に書いてくれると嬉しいです。今日のポッドキャストを聞いて感想や質問があったらいつでもコメントに書いてください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またね。皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。私はオンライン日本語コーチのしおんです。このポッドキャストではネイティブが日常で使っている日本語を自然なスピードでお届けしていきます。ちょっと早いかなと思った方は速度の調整ができるので、自分の聞き取れる速度にして調整してみてください。そして YouTube で見てくれている方は CC を押すとご自身の好きな言語に設定ができるので、ご自身の好きな言語と日本語の2つの言語で確認することができます。はい、では早速今回のテーマは私のキャリアと働くということの価値観についてお話ししていきたいと思います。ではエピソード3スタート。皆さんは働くということについてどう考えていますか？ご飯を食べるため、
生活のため、それとも生きがいを感じるため、働かなくちゃいけないから仕方なく働いてる、それとも社会に大きなインパクトを残すため、もちろん私も食べるために、生活をするために仕事をしてきたこともあります。そしてこれまで実は私をたくさんいろんな仕事をしてきました。働き方や住む場所も全然違います。なので今日はちょっと私の過去を振り返っていきながら、今どうやって日本語教師になったのか、どうしてこのキャリアを選択したのか、そして働くということについてどう考えているのかお話ししていきたいと思います。私は高校を卒業した後、すぐに会社に就職しました。通っていたのは商業高校で、卒業後は地元の銀行に就職しました。受付で接客と営業の仕事を3年間やっていました。どうして高校卒業して大学に行かなかったのかというと、私はシングルファザーの家庭で育ったのが大きいです。なんか小さい頃から早く自分の力で生活できるようになりたいなとか、ならなきゃなって思っていました。しかも当時は将来の夢もなくって、なりたいものも特になかったし、やりたいことも特になかったです。だから目的もなく大学に行くのはなんかちょっと違うかな、お金もかかるしもったいないなと思ったので、高校を卒業してすぐに就職するという道を選びました。でもそんな中である人と出会ったことがきっかけで、私の人生が大きく変わりました。銀行員の時に私に仕事を教えてくれてた先輩が突然アイスランド留学に行くって言い始めたんですよね。それを聞いた時にめっちゃくちゃ衝撃でした。大人になっても留学行けるのって。私はずっと大人になったら働かなきゃいけない、社会に出たら働かなきゃいけないと思ってたので、その先輩が急に仕事を辞めて海外に行くっていう決断するのを見て、大人になっても別に留学行っていいんだとか、大人になってからでも学んでいいんだって思って、私も留学したいなと思うようになりました。実はもともとちょっと留学したいなとか、英語の勉強をもっとしたいなと思ってたので、私もやっていいのかも、私もチャレンジできるかなと思って、思い切って銀行を辞めてオーストラリア留学に1ヶ月とちょっとだけ行ってきました。初めて一人で行く海外だったし、英語も全然その時は喋れなかったので、すっごい緊張したのを覚えています。でも最高の経験で、私のキャリアとか今後の人生がすごく大きく変わる経験になりました。オーストラリアから帰ってきた時に、今度はもっと長く留学したいなって思ったんですよね。その時たった1ヶ月ちょっとの留学じゃあんまり英語を喋れるようにならなかったので、次はもっと長く留学したいなと思いました。それでフィリピンのセブ島に留学行こうと決めていたんですけど、そのタイミングでコロナが大流行してしまって、留学は中止になっちゃいました。その時は仕事も辞めていたし、やりたいと思ってたことができなくなってしまったので、これから私は何をしたらいいんだろうとか、これからどんなことを目標に頑張っていったらいいのか分かんなくなって、もうすんごく悩みました。しばらくはもう結構無気力で、やる気とかもなくなっちゃって、家にずっと引きこもっていましただけどこのままじゃダメだなと思って、昔小さい時にやってみたかった仕事をやってみようと決意しました。その時に始めたのがお花屋さんとカフェのアルバイトです。なんか小さい時ってお花屋さんになりたいなとか、なんかケーキ屋さんになりたいなみたいな、本当みんなが思い描くような憧れの職業に私も憧れていてでも普通に私は銀行に就職しちゃったから、二度とそんな仕事やることないかなって思っていたんですけど、ちょうどこの時やりたいことも仕事もなかったので、せっかくなら自分のやりたいことやろうと思ってお花屋さんとカフェでアルバイトしていました。2つの仕事を掛け持ちして、またいつかフィリピン留学に行けるかもしれないと思ってたので、お金を頑張って貯めていました。その時はやっぱりもう食べるために働いてたし、お金も貯めなきゃいけなかったしで、結構必死に働いていました。だけど思った以上にコロナが長引いちゃってて、なんかチャレンジしたいことがあるのにそれができないって感じで、ずっとモヤモヤしています。そんな時に私のキャリアを大きく変えるある転機がまた訪れるんですけど、ある人にライブ配信やってみたらって言われたんですね。なんかフィリピン留学も延長になっちゃったし、アルバイト掛け持ちしてるけど、やっぱりなかなかアルバイトだけじゃお金を貯めるの難しくて、ちょうどやりたいこともなかったし、
やってみようかなみたいな軽い気持ちでライブ配信を始めました。なんですけど、これがめちゃくちゃハマってしまって、毎日配信三昧でした。もうハマりにハマりすぎて、1日24時間一度も寝ずに配信したりとか、12日間1日も休まず毎日10時間以上の配信をしたりとかしていました。なんかそれぐらい夢中になってやってて、すごく楽しかったんですよね。でも楽しすぎて、ハマりすぎて、配信しすぎて、喉がちょっと痛くなってしまって、声が出なくなっちゃったんですよね。今でもたくさん喋ると声が出にくくなったりしちゃいます。それで大好きだったライブ配信を卒業することになって、ライブ配信から離れることになりました。ライブ配信を卒業して、次何やろうかなって思ってたんですよね。その時にやっぱりまた海外で働いてみたいみたいな気持ちが結構強くって、思い切ってちょっと海外に転職できるように頑張ろうと思って動き出していました。でも本当にその時はやりたいことが見つかんなくて、すごく苦しい時期でした。運よくその時にフィリピンのセブ島にある日系の会社に仕事が決まって移住することになりました。で、日系の会社だったんですけど、働いてたのは日本人だけじゃなくって、メインはフィリピン人の方がすごくたくさん働いていて、あとは韓国とか中国とかアラブ系の方だったりとか、あとベトナムとかアメリカ人の方も一緒に働いていました。で、フィリピンで生活してて、で、その時にあるフィリピン人のお友達と出会ったのがきっかけで日本語を教えるようになって、今日本語教師としてお仕事をしています。今振り返ってみると、働き方も全然違うし、住んでいる場所も全然違います。でも全部自分で選んだ道だったから、後悔は一つもないです。そして今では日本語を教えるという素晴らしいお仕事に出会うことができて、でもそれは今までのキャリアがあったし、いろんなチャレンジをしてきたからこのお仕事に出会えたんだなってちょっと思っています。で、ここからは今までたくさんの働き方や仕事をしてきた私が気づいた働く上で3つの大切なことを紹介します。まず1つは自分で選ぶということです。もちろん最初のキャリアとかは社会に出たこともないし、働くことが初めてな場合は、例えば親だったりとか学校の先生だったりにアドバイスされて仕事を選ぶこともあると思います。そこで素敵な仕事に出会ってずっと続けている方もいらっしゃると思うんですけど、もしキャリアに悩むことがあるんだったら、まずは自分で調べて情報を集めてみたり、いろんなことにチャレンジするみたいなことは自分の意思で決めることがすごく大事だなと思っています。もちろん仕事を選べるっていう状況はとてもラッキーなことだと思います。だけどそのチャンスをつかむためにも私は今までたくさん努力してきました。昔から平凡で普通な人生は私にとっては刺激が少ないな、楽しくないな、つまんないなと思っていたので、自分で選択してキャリアを変えて勇気を出して挑戦してきて、今はすごく良かったなと思っています。でもさっきも言ったけど、仕事を選べるっていうこと自体がすごくラッキーなことではあると思うので、私はその教育とかスキルとかを学ぶことでそのチャンスをつかめるようになったらいいなって思っているので、今は日本語を教えて日本で働きたいっていう方のサポートもしています。2つ目はチャンスは今しかないということです。皆さんチャンスの神様って知ってますか？ギリシャ神話に出てくるカルロスっていう神様は前髪があるんだけど後ろの髪がハゲてるんですね。これはつまりチャンスは目の前を過ぎてしまうともうつかめないって意味なんですよね。でも本当にその通りだなと思ってて、チャンスが来た時に手を伸ばして捕まえないともう戻ってこない。怖いけど怖くて勇気がいるけど来たチャンスは絶対につかむ。これを私は今も大事にしています。今までもチャンスがあるなと思ってもなかなか踏み出せなかった時たくさん私にもありました。でもその時にやっぱり後悔たくさんしてきたんですよね。なので今は絶対に来たチャンスは一旦掴んでみるってことをやっています。3、ノートに今の気持ちを書き出すこと。これジャーナリングって言うんだけど、
キャリアに迷った時とか、これから何したいんだっけとか、あとやりたいことはたくさんあるけど、何すればいいかなって迷っている時に今の気持ちを書き出すということをやっていました。ポイントは誰にも見せないという前提で、今の気持ちを正直に書くことです。本当は自分って何したいんだっけとか、何が不安で踏み出せないのか。書くことで頭と心が整理されて前向きな気持ちになれます。これは今日本語を勉強しているみんなにもおすすめの方法です。例えば、なんで日本語を勉強したいのか、なんで日本に行きたいのか、なんで日本が好きなのか、日本に行ったらどんなことをしたいのか。これをノートに書くことでモチベーションが下がりづらくなったり、目標がはっきりするはずです。なのでぜひ一度自分の気持ちを正直に紙に書き出してみたりしてみてください。そうすることで今日からやるべきことがはっきり分かったりとか、自分と向き合うことで本当はこんなことがやりたいっていう自分の気持ちに気づけるはずです。では最後に今日のエピソードのまとめと最後に特典のお知らせをします。今日のエピソードでは私がこれまでどんなキャリアを歩んできたのか、そしてその中で気づいた働くことへの価値観についてお話ししてきました。いろんな経験をしてきたけど、一つだけ言えるのは全部自分で選んできた道だっていうこと。うまくいかなかったこともあるし、迷って動けなくなっちゃったみたいな時期もたくさんあったけど、それでもやってみたいっていう気持ちにジャーナリングを通して気づいてチャレンジしてきたからこそ今の私があります。今私は働くことだったり仕事にとてもやりがいを感じているし、もっともっと仕事頑張りたいなと思っています。そしてこの経験の中で大切だなと思ったことを3つまとめます。1つは自分で選ぶこと。2つ目はチャンスは一瞬しかないからちゃんと掴もうということ。3つ目は気持ちをノートに書き出すこと。今これを聞いているみんなも何かに迷っていたり、日本語の勉強なんか続かないなって思ってたりとか、これからどうしようかなと思ってる人がいたら、この3つだけ意識してやってみてほしいです。私自身もやりたいことたくさんあって、新しいプロジェクトも今進めていて、たくさん挑戦しているんだけど、いつか新しいプロジェクトについてお話ができる日が来たら、またここでお話ししたいと思います。そしてここまで聞いてくれたあなたに特典があります。さっき気持ちを書き出すことで目標に近づけるジャーナリングのお話をしたんだけど、その中にはきっと何書けばいいのって思った方もいるかもしれません。そんな方のためにノーションで使えるジャーナリングテンプレートを用意しました。気持ちを書き出すヒントになるかなと思うので、ぜひ使ってみてください。概要欄にリンクがあるので無料で受け取れます。ということで今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。こんにちは。日本語コーチのしおんです。今日のテーマは日本の生活ってどうということについてお話ししていきたいと思います。このテーマにした理由が2つあって、1つは日本語を勉強している皆さんは日本の文化や日本での生活について気になっている方が多いんじゃないかなって思ったのと、2つ目が私自身が実は今年の6月の末までフィリピンのセブ島に1年半住んでいました。海外に住むと日本と海外の違いがたくさん見えてきますよね。今回はその中から特に印象的だった気候や季節、あとは家の借り方とか家のタイプ、あとは日本に帰ってきて感じたこととか、日本ならではのイベントだったり、あとは食事の違いについてなどなどお話ししていきたいと思います。動画の最後には視聴者特典としてプレゼントを用意しました。ぜひ今回のエピソードも最後まで聞いていってくれると嬉しいです。ではエピソード4スタート。はい、まずは季節とか気候についての違いです。私が住んでいたフィリピンは一年中常夏でした。皆さん常夏って知ってますか？常夏っていうのは常に夏っていう漢字からできているんですけど、漢字の通りずっと夏のような気候でした。日差しがとっても強くって外に出るともうすぐに日焼けしてしまうような感じです。日本は皆さん知ってると思うんですけど、四季がありますよね。例えば春とか夏、秋、冬の4つですね。
夏は結構暑いんですけど、冬は雪が降ったり寒くなります。そして春や秋は気温がとってもちょうど良くなってすごく過ごしやすい季節です。でも春は花粉で結構辛い方もいます。花粉って知ってるかな？なんか木から出てくる花粉が空気中に舞って、それで結構アレルギーを起こしてしまう症状を持ってる方が結構日本にはいて、私も実は花粉症です。春になると鼻がムズムズして目が痒くなったりとか喉がイガイガしちゃう感じです。でフィリピンにいた時は春がなかったので花粉の症状が全くなくてとっても快適でした。それはすごく気に入っているところです。はい、でも季節があることで、季節ごとのイベントとか楽しみがあるっていうのはすごく日本のいいところだなって思います。日本では季節の行事イベントがとっても多いです。例えば春はお花見ですね。お花見は桜を見ながら桜の木の下の近くでご飯を食べたり、あとはアルコールを飲んだりするイベントのことなんですけど、私が住んでた北海道ではよく春になると花見をするときにバーベキューをしたりしていました。とても春を感じられるイベントで私の好きなイベントの一つです。夏は花火大会とか七夕祭りですね。七夕についてはまた別の動画でも解説するんですけど、日本にはそういったお祭りがたくさんあります。はい、みんな浴衣を着ておしゃれをしたりしていきます。はい、夏祭りぐらいですかね。日本人が浴衣を着る機会ってほんとそんなになくって、夏祭りになるとみんな浴衣を着てお祭りに行ったり花火を見に行ったりします。今年はちょっと花火大会に行けてないので、どっかでチャンスがあったら行きたいなと思います。はい、あと秋ですね。秋のイベント皆さん何があるか知ってますか？はい、有名なのはもみじ狩りですね。もみじって知ってるかな？日本にはもみじの木っていう木があって、その葉っぱが夏は緑なんですけど、秋になってくるとだんだん緑から黄色になって、黄色からオレンジになって、オレンジがちょっと赤っぽくなっていくっていうのが紅葉っていうんですけど、それがすっごく綺麗な景色になって、春でいうお花見みたいな感じで景色を見ながら楽しむイベントです。そのもみじ狩りっていうのは紅葉して落ちた葉っぱなんですけど、それを拾ったりとかして楽しむことをもみじ狩りって言います。よくハイキングをするイメージですね。山をハイキングしたりとか、もみじを拾って楽しむようなイベントです。はい、あと冬ですね。冬はいろいろありますよね。日本でもクリスマスを祝ったりしたりもするんですけど、お正月はみんな家族で集まって、おせちっていうすごい豪華なお弁当みたいなのをみんなで食べたりとか、お餅を食べたりとか、あとは年越しそばって言って31日の日にそばを食べる風習があったりとか、あとは1月1日には初詣って言って、新しい年になった時に、神社とかお寺に新年のご挨拶みたいな感じで行くことです。例えば1年健康でありますようにとか、怪我なく過ごせますようにっていう風にお参りしたりします。こちらについてもまた詳しく別の動画で1本撮っていきたいと思います。はい、そういった感じで春夏秋冬って結構いろんなイベントが日本にはあります。フィリピンは季節がほとんど変わらないので、こういった行事は結構少なめだったかなと思います。あとフィリピンに住んでた時に一番びっくりしたのがクリスマスが9月から始まるんですよね。で9月を過ぎるともうクリスマスツリーが街で飾られたりとか、街の装飾とかもどんどんクリスマス仕様になっていきます。最初フィリピンに来た時にとってもクリスマスが長いことにびっくりしました。あと季節で言うと、日本では季節が変わるたびに食べ物とか服装とかも変わります。皆さん衣替えって聞いたことありますか？はい、衣替えっていうのは、例えば冬になったらタンスとかクローゼットの中を夏服から冬服に変えることを言います。季節によって結構ファッションが違うのも日本らしさの一つかなと思います。
はい、あとは家の借り方ですね。家の借り方と家のタイプが結構全然違うなと思っていて、私が住んでたフィリピンでは、家具とか家電、テレビとか冷蔵庫とか電子レンジなどがもう最初からついている、アパートとかコンドミニアムが多いなと思いました。契約も結構シンプルで、日本の場合はほとんど家具家電がついていないお家がまだまだ多いです。もちろんコンドミニアムみたいに家具家電がついてるお家も最近は増えてきたんですけど、ほとんどの場合は家具家電はついていなくって、新しい家に引っ越して自分で揃えたりとかしていきます。あとはそうですね、日本だと契約の時に敷金、礼金、あと保証人というものが必要になってきます。ちょっと手続きが複雑で、それに比べてフィリピンでの家の契約はとってもシンプルでした。これはオーナーにもよるかもしれないんですけど、私が住んでたところのオーナーと普通にやり取りをしながら家賃を払っていくだけのシステムですごくシンプルでした。あとフィリピンに行って一番驚いたことなんですけど、バイクがめちゃくちゃ多いんですよね。道を走ってるとバイクがとにかく多くて、最初びっくりしました。日本ではもちろんバイク走ってるんですけど、フィリピンとはもう圧倒的に数が違いましたね。フィリピンは本当にバイクの量が多くて、初めて私もフィリピンでバイクに乗りました。私が乗ったのはバイクタクシー、いわゆるバイタクって呼ばれるやつで、タクシーですね。タクシーと同じように行きたい目的地を伝えるとバイクで連れてってくれるっていうサービスがありまして、ヘルメットをかぶって後ろに乗るんですけど、風を切ってこう走っていく感覚が結構初めてで、最初の方はちょっとだけ怖かったです。でも1年半も住んでいたのでバイタクをよく使っていて、後半はすごく乗りこなしてました。あともう一つ印象的だったのがジプニーっていうバスですね。これは多分フィリピンにしかないのかな、他の国にもあるかもしれないんですけど、はい、これはなんか乗り合いバスみたいな感じで、結構カラフルなデザインでめちゃくちゃ可愛いんですけど、はい、それが街中にたくさん走ってました。なんかタクシーみたいな感じで手を挙げて止めるんですけど、なんか面白いですよね。日本ではそういう自由に乗ったり降りたりできるバスはないので、なんか面白かったです。はい。あとは料金もすごく安く乗れるので、地元の方とかも結構大切な移動手段として使われていました。あとですね、日本は結構特殊だと思うんですけど、食事が全然違いますよね。フィリピン以外にも韓国とかオーストラリアとかベトナムとかいろいろ海外も行ったことがあるんですけど、食事はやっぱり日本は全然違うなと思います。日本はお米が主食ですよね。でご飯があって、あとはおかずがあって、あとお味噌汁がついてるみたいなのが比較的一般的な日本の食事なんですけど、フィリピンもお米が主食ではあったんですけど、おかずは肉料理がめっちゃ多くって、味付けとかも結構濃くって甘めのものが多かったなと思います。結構日本は比較的あっさりした味付けだったり、あとはだし文化なので、だしで味をつけていることも多いので、結構あっさりしているんですけど、フィリピンは結構こってり系の味が多かったです。今話した以外にもたくさん日本と海外の違いだったり、私が実際フィリピンに住んでみて感じた違いたくさんあったんですけど、いくつかご紹介しました。まとめると、日本は結構四季や行事が生活に結構深く関わっていて、季節ごとの変化を楽しむことができます。一方でフィリピンは一年中温暖で結構暖かくて、人の移動手段とかも、あと食事の文化とかも全然違うなと感じました。それぞれに魅力があって、私はどっちも好きだし楽しいなと思います。あと海外に住んでみたからこそ、日本のいいところにも改めて気づいたし、もっとこうなったらいいのになって思うことも、改善できそうだなって思うところもたくさん感じました。こちらについてもまた別のエピソードでいろいろ撮っていきたいなと思います。日本のいいところと日本の直した方がいいところですね。はい。について私の価値観にはなるんですけど、また別のエピソードでお話ししていきたいと思います。はい。今日のエピソードでは日本とフィリピンとの違い、海外との生活の違いについてお話ししてきました。
皆さんが住んでいる国の生活と日本の生活、どんな違いがありますか？ぜひコメントなどで教えてください。ここまで聞いてくれた方に今日も特典です。日本の季節のイベントカレンダーをノーションで作ってみました。はい。日本にはたくさんイベントがあるんですけど、そのイベントをまとめたカレンダーをちょっと作ってみたので、ぜひ、こんなイベントがあるんだなとか見てもらえると嬉しいです。概要欄のリンクから無料でダウンロードができますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またね。皆さんこんにちは。日本語コーチのしおんです。皆さんお元気ですか？はい、私は今沖縄に住んでいるんですけど、夏の沖縄はめっちゃ暑くて最近健康のために毎日散歩をしているんですけど、もうちょっと外に出ただけでもう汗だくになっちゃうくらい暑いです。でもちょっと風があって空気もすごく綺麗で、散歩をするととってもいい気持ちになるので続けています。ぜひなんかみんなも健康のためにやってることがあったらぜひコメントで教えてください。で、今日は実はこれから友達が沖縄に遊びに来てくれます。とっても楽しみ。実はあるプロジェクトを進めていて、日本語とはちょっとまた関係のないことなんだけど、そのプロジェクトのために一緒に協力してくれる友達なんですけど、これから会うのがとっても楽しみですはい、ということで、じゃあ早速今日のテーマに入っていきたいと思うんですけど、今日のテーマは日本のいいところと悪いところについてお話ししていきたいと思います。ではエピソード5スタート。日本のまずいいところからちょっとお話ししていきたいんですけど、まず一つ目は安全ですね。夜に一人で歩けるくらい治安がいいので、すごく過ごしやすいなと思います。なんかすごく身の危険を感じながら過ごすのってちょっと不安ですよね。そういったところが比較的ないかなと思うので、日本の良さかなと思います。二つ目が落とし物が戻ってくることが多いということですね。私結構忘れっぽくって結構抜けちゃっているので、いろんなものを今までなくしてきてるんですけど、基本的に戻ってくることが多いです。はい、運がたまたまね良かっただけなのかもしれないんですけど、過去にお財布もなくしたことがあるんですけど、近くの交番に届いていて中身のお金も全て入った状態で戻ってきました。なんかその時に日本っていい国だなって思うことがありました。はい。あとは3つ目ですね。電車とかバスが基本的には時間通りに来てくれることです。もちろんね遅れちゃう場合もあります。なんですけど、例えば電車とかだと遅れてしまう時にはアナウンスがあったりとかしますよね。それも結構日本らしいかなと思います。フィリピンに住んでた時はバスの時間とかそもそもバス停がなかったりして時間がわからなかったので、その場所に通ってくるバスに手を挙げて乗るみたいなシステムだったので、いつ来るかなみたいな感じだったんですけど、日本は時刻表がちゃんとあってバス停もあるので予定が立てやすいかなと思います。もちろんフィリピンの時もジップニーっていうちっちゃいバスがあるんですけど、それは結構走っているので間に合わない時間が間に合わないってことは特になかったんですけど、日本とかだと予定が立てやすいですね。次は4つ目ですね。四季があることです。日本には皆さん知ってると思うんですけど、春、夏、秋、冬の4つの季節があります。季節ならではのイベントとかもたくさんあることがなんかすごく日本のいいところかなと思います。あとは季節に関連して食べ物とかも春夏秋冬によって結構変わってきます。はい、例えば日本だと秋は食欲の秋って言って美味しいものがたくさん食べれる時期なんですけど、例えばさつまいもだったりとか、あとは鮭が旬になったりとか、旬っていうのはその季節ごとで一番美味しく食べられる時期みたいなことを日本語では旬って言ったりします。はいですね。日本にはそういった旬の食べ物が季節ごとにたくさんあるので、それを楽しめるのはなんか日本のいいところかなと思います。なので私の日本語の生徒さんもなんか日本は季節が全然春夏秋冬で違うから春夏秋冬の4回行ってみたいですっていう声をよく聞きます
はい。私も結構春夏秋冬、どれも大好きな季節なので、ぜひ皆さんも春夏秋冬の4つの四季をね、ぜひ感じに来てもらいたいなと思います。はい。で、次。5つ目かな。はい、次5つ目が、コンビニがめっちゃ便利なことです。コンビニってもちろんいろんな国にあって、それぞれ便利だと思うんですけど、日本のコンビニは品揃えがすごくって、例えばセブンイレブンだと、今ダイソーとコラボしているので、100均のダイソーですね。なので、ダイソーの商品が、買えたりとか、あとは食べ物とか飲み物とかお菓子とかだけじゃなくって、結構化粧品とかもたくさんあって、例えば旅行に行った時とかに、ちょっとクレンジング忘れちゃったなとか、メイク道具ちょっと忘れてきちゃったのあるなって思っても、コンビニに行けばとりあえず揃うっていうのが、すごく便利だなと思います。次、7個目ですね。丁寧な接客ですね。日本の接客は素晴らしいなと本当に感じます。海外から帰ってきて日本の空港に帰ってきた瞬間に出迎えてくれるスタッフさんがいたりとか、あとコンビニとかでも袋いりますかって聞いてくれたり、お箸つけますかって聞いてくれたりとか、おしぼりはいりますかって聞いてくれたりとか、すごく丁寧な接客をしてくれる方が多いなと感じます。ホスピタリティがすごいなって思います。皆さんも日本に来たことがある方は感じたことあるかな。はいですね。次、8個目は街が綺麗ということですね。基本的に街にあんまりゴミが落ちてることはなくって、もちろんエリアとかによってはすごいゴミが落ちてるエリアももちろんあるんですけど、基本的にはどの場所もすごく綺麗にされているかなと思います。結構ポイ捨てとかはしちゃダメなことって結構みんな共通認識があるので、あんまりすることもいないですし、すごく街をきれいにしながら生活してるなと思います。ここまでが日本のいいところかなって私が思っているところです。他にもね、たくさんあるんだけど紹介させてもらいました。では次に日本の悪いところちょっと紹介していきたいと思います。私が思う悪いところですね。はい、一つ目は働き方がちょっと厳しいかなと思います。なんか日本だと聞いたことがあるかもしれないんですけど、結構長時間労働が当たり前だったりとか、お休みが取りづらいとか結構あります。はい。私自身も経験してきました。なんかワークライフバランスみたいなものも結構取りにくいかなってちょっと感じることがあります。もちろん今それを変えようとしている意識があるっちゃあるんですけど、まだまだ結構長時間労働だったりとか、休暇が取りづらいみたいなことはあります。はい。で、2つ目が自然災害が多いことですね。日本は地震とか、あとは大雨がよく降ったりとかしますね。あと沖縄だと台風もよく来たりします。なので、海外の人からするとちょっと怖いかなと思うかもしれないんですけど、結構日本人は日常の中で結構防災を意識して生活している方も多いので、結構自然災害慣れはしてるのかなと思うんですけど、やっぱり来てしまう時はすごく大変な被害に遭ってしまうこともありますね。次は3つ目。なんかルールが多いですよね。日本のいいところでもあると思うんですけど、なんかマニュアル重視で結構変化することが結構嫌いな方が多いかなと思います。はい。あとは空気を読まなきゃいけないとか、なんかちょっとルールが、独特のルールがあるかなと思います。はい。私は結構、ルールがあることで安心感はあると思うんですけど、ちょっと自由にやりたいなとかっていう人にとっては少し生きづらいのかもしれません。ちょっとね、日本に行ったことがある方、なんかこういうルールがあったなとか、このルールはちょっと窮屈に感じたとか、ちょっとそれについてぜひコメントくれたら嬉しいです。はい。では、まとめです。今日は日本のいいところと悪いところについてお話ししてみました。今日話した内容はあくまでも私の意見です。私が感じているいいところと悪いところなので、日本人全員がそう思っているとは限りません。ただ、皆さんは日本についてどんなイメージを持っていますか？ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。もちろん日本にもたくさんいっぱいもっともっといいところもありますし、ここを変えた方がいいよねって思うところたくさんあります。でもきっとみんなの国もそうかなと思います。では今日もここまで聞いてくれてありがとうございました。では次のエピソードでまたお会いしましょう。またね。じゃあ行きますね。はーい。じゃあリアルな日本語ポッドキャストのお時間です。
今日はゲストで私のお友達のすみかちゃんに来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はちょっと初登場、友達初登場なんだけどちょっといろいろすみかちゃんにインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。すみかちゃんはどこ出身ですか？私は千葉県というところ出身です。うんうんうん。なんて言えばいいんでしょうね。東京ディズニーランドがあります。お、いいね。ディズニーはめっちゃ行ってた？めっちゃ行ってましうわ、た。羨ましい。結構行ってましたね。月何が好き1ぐらいで行ってた。月 1？ 近いからめっちゃ。月1やばいね。やばい。何のキャラクターが一番好き？なんだろう。なんだろう。なんだろう。いない別に。ドナルドかな。ドナルドなんだ。何が一番好き？私はプリンセス系で言ったらラプンツェルが一番好きで、うんでもキャラクターはプーさんが好き。うん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 。そうそうそう。プーさん可愛い。プーさんかわいい。あとトイストーリーも好き。なんだっけな、私なんか好きなのあったんだよね。忘れてんじゃん。忘れてんじゃん。なるほどね、いいね。じゃあ千葉で生まれて育った感じね。はい。うんうん。いいですね。じゃあ今何歳ですか？今は20歳です。20歳。20歳ですね。若い。めっちゃくちゃ若いね。そっか、20歳か。すみかちゃんはあれだよね。私たちの出会いだよね。うんうん。そう、私たちの出会いは実は前職が同じ職場で働いてて、私は正社員で働いてて、すみかちゃんはインターンとしてね、うんうん来てくれてたんだけど、そこで出会ったのが最初だね。うんうん、フィリピンのセブ島でそう、フィリピンのセブ島で出会いました。そっからね、なんかめっちゃ仲良くなって、週末めっちゃ遊んでたよね。めっちゃ遊んでたけど入ってすぐしおんさんが辞めるってことを聞いてそうなの。おっとってなるっていうのがありましたが、そうね。なぜか沖縄に来ているということで、今はそう沖縄の私のお家に来てくれています。不思議な不思議だね、不思議本当な感じにマジで不思議だよね。なんかこんな風になると思ってなかった、マジで、うんうんうん、そうなのよ。そうそうそう、そんな感じなんですよ。そんな感じであれだよね、海外も結構いろいろ行ってるよね。そうですね、結構海外旅行も好きだし留学も好きなので、うんうんなんか今まで行ったところで言うとなんかオーストラリアとか、うん台湾とかタイとか、うんあとマレーシアうんとかシンガポールとか行ったりしました。韓国とか結構行ってるね。行ったりしました。あとフィリピンも、すごい。あ、フィリピンもそうだね。初めてさ海外行ったのは何歳の時？初めて行ったのはん19です。待って、そっからめっちゃ詰め込まれてるってこと？今何カ国行ってた？スパンがおかしい。そうね。スパンがおかしい。あ、そうなんだ。確かさオーストラリアに留学してたんだっけ？旅行？オーストラリアが初めての海外で旅行でしたね。そっかそっか。でどこに行ったんだっけ？最初が、メルボルンメルボルンね。に行ってみて、すっごいもともとメルボルンにずっと行きたくて、うんでも海外行くの怖いって思ってたから、うんまあでもちょっと行ってみるかと思って初海外一人で行ってみて、すごい。でパスポート取ったりとかして空港通るのも怖かったし、最初の市内に行くバスにも乗るの怖かったし、うん、タクシーの運転手も怖かった。いやマジで私も実はさ初めて海外行ったのがオーストラリアなの、うん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 、めっちゃ同じだと思って今。確かに確かに。そうそう。ちょっとね初めての海外は怖いよね。怖かったなんで来たんだろうと思いましたけど、でも、行ってみたら本当に日本と違うところがいっぱいあって、景色とか建物も全部違くて、なんかすごい広がったなって感じがします。確かにね。メルボルン良かった？めっちゃ良かったです。行ったことない。また行きたい。あ、そうなんだ。メルボルンはもうすごい良かったですね。いいないいな。どれくらい旅行したのそこで？メルボルンは1週間ぐらいかな。もう結構いたんだね。いやいいね。なんか泊まってたところが、なんていうのあれはドミトリーみたいな、何人部屋かみたいなやつだったんですけど、初めての海外で英語も喋れない中行ったから、なんかすごい周りのなんていうのバックパッカーの女の子たちとかが声かけてくれるんですけど、どこから来たのとか今日何してたのみたいな聞いてくれるんですけど、何も答えられずに、結構そこで悔しかったっ
というか、もっと英語勉強しなきゃと思って、でなんかその後留学行こうって思うようになったかなっていうのは。そこがきっかけなんだ。思いますね。そうなんだ。なんでさ、もともと海外とか興味持ったの？海外に興味持ったで言うと、なんか国内しか全然行ったことなくて、こう小さい頃から結構海外旅行行ってたっていう人もいるじゃないですか。いるね。けどもう飛行機とかも乗ったことないかったので、なんかすごいドキドキな海外旅行だったんですけど、大冒険じゃん。大冒険すぎる。今までも国内で飛行機すら乗ったことなかったのに、いきなりオーストラリアに7時間ぐらいかけて飛ぶっていう、恐ろしいことを体験してよく頑張ったね。もう本当に大変でしたね、あれは。そっか。でも無事に旅行できたの？できました。でその時に英語ちょっともうちょっとできたらいいなと思ってから留学したのか。さっきに留学したのはどっちだっけ？一番最初の留学はそれこそフィリピンです。そっか、フィリピンだ。オーストラリア行って、その次の月に、てかまあオーストラリアから帰国した時にもう申し込んで、フィリピンの留学に申し込んで、アジアだし近いし、安いからセブ島で留学しようかなと思って、申し込んで、でその次の月には飛んでみたいな感じで1ヶ月かな、1ヶ月留学して。そうなんだ。それで結構英語力伸びた？なんかでも伸びました。伸びましたっていうのはペラペラになったんじゃなくて、伸び率がすごかったっていう、この最初がね。そう結構もう何も英語喋れない赤ちゃん状態で行ったんで、吸収するものが多すぎて、ガッと上がりましたね。なるほどね。日常会話ぐらいまでガッと上がって、もちろんそこからどんどんペラペラになるまでは道長いと思うんですけど、その最初のなんか英語怖くなくなったとか、そういう一番最初の一歩目みたいなのはすごくグッと伸びて、何もなかったからこそ、だからなんかそれはすごく良かったなって思います。いいね。そっか。でマレーシアセブ行って留学して、マレーシア行って留学して、その後セブ行ってマレーシア行って、でまたセブ行きました。そうだ、2回目のセブ留学。でやっぱりそのマレーシアに行ってみて、もっともっと英語伸ばさないといけないなって思ったし、もっと基礎から固めたいって思ったので、そのまま行きました。日本帰らないで。そうなの？マレーシアから直接？はい、マレーシアからセブの飛行機取って、そのまま行って、で学びましたね。それは何ヶ月ぐらいいたの？それが2ヶ月半ぐらい。結構いたんだね。そう結構いて、そうなんだ。そこでそのフィリピンのクリスマスとフィリピンのお正月を体験して、なんかそういうのも面白かったなと思って。全然違った？もう全然違う。なんか、フィリピンのお正月かな、フィリピンのお正月はカオス日本ってこたつとかでゆっくり朝を迎えて、そのお雑煮を食べるみたいな、お雑煮っていうなんかスープ、お餅が入ってるスープと、なんかそういう伝統的な感じと、なんか厳かな、静かな厳かそんな感じなんですけど、フィリピンは花火バーン打ち上げてカジノの前でボンボンみたいなやってたわ。パーティーだったよね。もうパーティーすぎて、もう本当にそれが面白くて、なんか日本のこう静かな感じもいいけど、こっちも結構面白いなと思いましたね。確かに。でもさ、多分ハッピーニューイヤーでさ、厳かなのって日本ぐらいじゃない？確かにね、思いました。なんか私オーストラリアのお正月も行ったことあるんですけど、オーストラリアのお正月もそんな感じでした。花火バンバンだよね。もう花火バンバンだし、シドニーとかもそうですよね。有名だよね。そうだから、なんかそれはそれですごく面白かったなって思いましたね。確かにね。日本じゃ体験できないパーティーだよね。もうすごいよね。そうでも逆に言えばぜひ日本のお正月も体験してみてほしいなって思う。ぜひぜひ。なんかこんなに静かなんだって。静かだよね。家にこもってさ、みんなめっちゃ静かですよね。静か。なんかそうでおじいちゃんとかおじいちゃんおばあちゃん家とかに行って過ごすみたいなのが結構主流ですよね。確かに海外でいうそのクリスマスが日本でお正月みたいな感じだよね。確かに確かに。クリスマスはね、確かになんか逆に言えば日本のクリスマスは結構も
家族と過ごすとかじゃなくて、うんうんいかに彼氏彼女と過ごすかっていう日になってる。そう、カップルの日になってるから、これは結構また違うところですよね。確かに全然違うよね。なんか友達とクリスマスパーティーするとか、うんうん彼氏彼女ととかっていう方が主流、うんで家族で過ごすっていうのはほとんどない。あえてクリスマスに家族と過ごすっていうのはあんまない文化ですよね。そうだね。確かにクリぼっちって言葉があるもんね。そう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 クリスマスでぼっちっていう、うんうんうん一人ぼっち、うんそれをみんな回避するためにさ、そう頑張るんだよね、その頑張る前に。そうだから海外のクリスマスにそうやって家族といるっていうのはなんか素敵な文化だなっていうふうにそうね思いましたね。確かに。そっか、それでセブンに来てもう一回2回目の留学したうんうん後はどこに行ったの？ 1回目の留学した後はそう2ヶ月半留学した後にうん1回日本に帰国して、うんですぐまた戻ってきて、3ヶ月ぐらいまたフィリピンにいて、そこでシオンさんと会ったの。あ、そっか、その時に私と会ってるのそうか。でインターンが始まってっていう感じですね。なるほどね。セブンにさ、こうインターン行こうと思ったのはなんでなの？インターン行こうと思ったのは、うんなんか張り紙が貼ってあって、インターン募集みたいな。インターン募集みたいなのがあって、これだと思って、はいはいなんかレッスンも受けられたりとか、うんそこにドミトリーとかに、住めるみたいなのがあって、で勉強しながら経験もできる、仕事の経験もできる、うんでそれが海外でできるっていうのが面白いなと思って申し込んでみようと思ってうんうん申し込んでみたっていうなるほど感じね。ですね。それさ、日本でできたら面白そうじゃない？確かにね。ね、うん。そう、なんか学校作りたいなみたいなのがぼんやりさ、うん私も目標があってね、なんかそれできたら、日本でできたらめっちゃ面白そうだなってちょっと思ってます。日本語学校みたいな。そう、んんんインターンとかもしながら、仕事もしながらみたいな、うんなんか面白いよね、そういうの。いや面白かった、なるほどね。で今は日本にいると。日本にいます沖縄にあります。そうだね、今は遊びに来てくれてますね。もともとはその前の会社の先輩後輩の関係なんだよね、上司ですそうそれが面白いよね。面白い、いやそうそう面白い出会いでしたね。ね、そう懐かしい。なのにもうすごいいい子来てくれたって思ったのに、私はもう辞めるって決めててそうもう辞めるんだよねって言われて、あそうなんだと思ってそうなの。ですねそしたら一緒に辞めることになった一緒に辞めることになってね、そうね。まあでもちょっと英語の勉強はね、これからももっとやりたいよね。またやりたい、ね、私もちょっとコツコツ頑張っていこうかなって思っているところです。いいね、いいね。はい、そんな感じ。ちょっとさ、もうちょっとさ、めっちゃ昔に振り返っていい？まず千葉に生まれました生まれました。爆誕爆誕してどんな小学校とかだったの？どんな小学生時代だったの？結構兄がいて、その影響とか、父の影響とかで、サッカーやってて、サッカーやってたの？そうサッカーやってました。なんか小学校の時はもうサッカー部に入ってて、で途中でやめちゃったんですけど、なんか結構スポーツとかは好きな方でしたね。あとはなんか皆さん知ってるかもわからないですけど、なんか百人一首っていうのがカルタみたいなやつあっね。て、百人一首にすごいハマって、小学校の時で、それで百人一首を極めてましたね。そうなんだ。私全然わかんない、百人一首。そう百人一首面白いので、ぜひ日本語勉強してる方とかは、結構難しい、日本人でもその難しい古文というか、昔の言葉なので、興味がある人とか歴史好きな人、歴史というか国語、歴史とか好きな人はなんかいいかなって思うんですけど、百人一首っていうカルタなんですけど、面白いあれだよね、なんていうの、全部覚えなきゃいけないんでしょ、セリフを。そうです上の句と下の句っていうのがあって、一つの文章が2個に分かれてて、で、上の句下の句が書かれたカードがあるので、上の句、その対になる、セットになる上の句が呼ばれたらそれを取る。下の句をパタッとそうなんです。取りに行くだからってことか。上の句が言われて上の句が書いてあるわけではなく、
それとセットになる下の句が書いてあるので、じゃあ両方覚えなきゃいけないってこと？そう上の句結局と下の句を全部覚えなきゃいけない。ああ、そうなんだ。そうなんか結構頭使うんですけど、でも覚えるというかもう染み込んでるので100首確かに。なので、もちろん初心者は100首覚えなきゃいけない、うんうん100個100人首って100枚ある100個の句うん。があるんですけど、それを全部覚えなきゃいけなくて、結構あるよ。単語帳とか使ったりとかして、はいはい。必死に覚えたんですけど、もうあとは染み込んでくるので、あ、そうなんだ。もう忘れるとかね、まあ、それこそ今はもう、うん。忘れてきちゃってますけど、うんうんうん上の句が言われたら、上の句の最初の1音の、うんうんこの「く」っていう音、うんくの空気のこのなんて言うんだろう、うんこのブレスのこの感じだけで取るやばっていう世界線なんでこう本当に耳が大事で、あ、そうなんだ。耳がいい人とかが結構耳をすごく大切にしてる、耳と反射神経もめっちゃいいそうるよね。ですそうです。だからずっと素振りです。あ、そうなんだ。練習とかは。でもう本当に早く取る。そうなんだ。そう面白い。だからここの自分の陣地のカードは全部暗記しておくんですよ。暗記時間があって、ここにこれを置いた、ここにこれを置いたみたいな、うんうん。言われたらすぐにこう手が動くみたいなすごいね。本当に面白いので、ちょっとぜひ結構外国人の方の、海外の方で競技カルタプレイヤーの方とかもあ、いいて、るんだ。すごく面白いのでぜひおすすめ何の紹介って感じですけどあ、でもちはやふるって映画があったじゃん。そうですあれで知った私もちゃんと。なんか私も結構ちはやふるで知ったというか、うんうん。ちはやふるでより好きになった、うんうん。で漫画とかも全巻持ってたりとかするんですけど、うんうんそう最初にちょっとちはやふる見てもらった方がいいかもしれない。そうだね。そっちちはやふるおすそうすめかも。ちはやふるっていうどこかに出るかわかんないけど、あ出るここにポッここに出るかそうちはやふるっていう漫画アニメとかもあるんですけど、うんうんがあるので、すごく日本の文化とかも知れるので面白いのでぜひ見てみるといいかなって、あれはね、面白いなって思った。いやもう本見た時当に面白い。面白かった。もう本当に確かにスポーツだね、あれは。そうなんです。じゃあ中学校は何してたの？中学校は部活はバレーボール部に入って、うんうん。バレーボールをしていた中学生でしたね。なるほどね。で、塾も通ってたんだっけ？塾も通ってましじゃあた。勉強も頑張ってたんだ、結構。そうですね。結構だから、まあ、忙しいうん。感じでしたね。ね、塾行ってバレーして、うんうんみたいな感じだもんね。そうですそうです。へえ、そっか。じゃあ高校は？高校が高校はちょっと特殊なんですけど、ね、そうそう、みかちゃん特殊なの。高校がちょっと特殊で通信制のオンラインでのうん。こうスクールだったんですけど、まあ、学ぶことが、基本的な教科、うん。国語とか算数とかうん。じゃなくてお金に関することとか、うんまあ起業に関することとか、まあ、自分のやりたいことをどう形にしていくかうん。みたいなのを3年間考える3年間学ぶ学校うん。で、だいぶ特殊だよね。だいぶ特殊ですね。いや普通はさ国語算数理科社会みたいなのをがっつり学んで、うんなんか大学受験のためにみんな勉強を必死に頑張るみたいな感じだけど、うんうんなんかビジネスのこととかあまり学ぶことがないじゃん、そうなんですよね。高校生でさ。そう面白いよね。そうですね。そのうん自分がやりたいことをどうやっていくか。例えばその友達はそれこそダンサーやりたい、ダンサーになりたいみたいな子もいたし、パティシエになりたいとかもいたしっていうのも高1の時からどう形にしていくか、うんどうやっていくかっていうのをそれに高校の3年間を費やす。例えばどっかで修行してみるとか、こう経営の基本学んでみたりとか、なんかのコンテスト出てみたりとか、っていうことに時間を費やすっていう学校で、すごいね。なんかそれは結構面白かったですね。いや多分そこでかなりさ人生が変わったよね。まあ、その学校をどう使うかは自分次第なので、なんて言うんだろう、何か毎日やることが与えられるわけじゃなくて、毎日こう明日のため、うん未来のために何をするかっていうのを自分で考えなきゃいけない。うんでそれを行動しなければ、行動しないまま3年間終わるし、行動すればこう他よりも高1からうんスタートを切れるっていうので、まあ、全然その3年間の価値が変わってくる。まあそうだよね。普通のさ勉強はもちろんするはする？します。うん普通の勉強をもして、
高校卒業資格っていうのは日本の中で取れる仕組みにはなっていて、でももちろんその授業があるわけじゃないので、例えばその1時間目が算数とか算数というかまあ数学、1時間目が数学とか2時間目が国語とかはないので、全部 YouTube で勉強しました。なるほどね。YouTube でなんか数学のここわかんないと思ったら有名な人とかいるじゃないですか。いるいっぱい。その人調べてみたいな感じでやって解いたりとかして、必要最低限なんですけど、その高校卒業資格で定められてる必要最低限の範囲とかやって、認定されるっていう感じですね。評価成績とかってどう決まるの？評定はその提出した国語とか数学とかの評価になります。テストみたいな？そうです。それも全部オンラインなんでしょ？オンラインで。すごいよね。なんかそうですね、結構穴埋め問題だったりとか、まあ、普通にレポートが結構どっさりと4月に来るので、これを12月までに終わらせてくださいねっていう、そうなんだ。1年間分配られて、終わった人からオンラインで提出していくみたいな感じになって、本当夏休みの宿題みたいな一生やってるみたいな感じか。そうです。なるほどね。でも早く終わる人は本当2ヶ月とかで終わるので、一応学校とかが推奨してるのはその課題を全部2ヶ月とかで終わらせて、456月に終わるから、もう6月から12月までは好きなことやればいいとか、もうコツコツやる人は本当1日1ページとか進めて、その間自分のやりたいことやるとか、もう本当それすらも自己管理能力というか、すごいね。そう自分でどう終わらせていくかっていうのをやっている。それさ、ちゃんとやらない人もいるんじゃない？います。でも卒業できない。そっか。それはじゃあ必死にやるんだね、みんな。そうで、まあ留年してる人とかも、まあいなくはないですけど、まあでもシステム的にはやらなかったらもちろん卒業できない。なるほどね。だからそれで言うと普通の高校っていうのはそんなのがあんまり起きないじゃないですか。起きない。そう生徒たちに委ねてないので、1時間目はこれやってね、2時間目はこれやってね、って言われてそれ通りにやればちゃんと高校は卒業できるっていうシステム、それもそれですごくいいなと思うんですけど、その私の高校は自分で管理してその日までに提出できなかったら単純に留年なんでまあ、自己管理能力はつきますね。そうだね、すごいわ本当に。なかなか出会えない人かもしれない、結構特殊な学校なんですけど、そうだね。そこでいろいろスキルとかもね実際身についてるしさ、今も活かせてるしすごいよね。そうですね、けどなんかまあ難しいなって思うのは、まあ、しっかり高校行って大学行ってでちゃんと就職して、でやる道っていうのがここの高校に行くと、なんて言うんだろうな、それがある種保証されるわけじゃないので。そうだね、自分でやんなさいだもんね。そうなんですよね。そうだから例えばそこで大学行かないっていう選択肢を選んだりだったりとか、何かスキルを身につけておいたりしないともちろん生きていけないので、結構こうなんか険しい道というか。それはそうだね。そう確かに。その分自分でやれることも増えるし、視野も広がるしスキルも身につけられるんですけど、大変っちゃ大変というか、でも大変だからこそ面白いっていうのはあるんですけど、まあ、なんかそれは難しいなっていうのは結構思ってますね。確かに。その大学進学を選ばなかったのはなんでなの？大学進学を選ばなかったのはなんか自分の中でこう大学に行く意味っていうのがまだ分からなかったんですね。分かんないよねその時期にさ。そう、私もそうだもん。なんか大学って行くべきだみたいなのが日本の中ではあるんですけど、その時は高3の時かはあんまり行く意味っていうのが分かってなくて、自分でその時仕事とかもしてたのでもっともっと仕事頑張りたいと思って、っていう選択だったんですけど、今になると結構大学に行く意味っていうのは分かってきたりもしてて、どういう認識で大学に行くのかっていうのが大事だなと思ってて、目的がね大事だよね。それこそその大学で学びたいことがあるんだったらすごくいいと思うし、何かこう大学を卒業した先に
例えばこの会社に就職したいと思ってるとか、まあ、そういうなんて言うんだろう、何かその先に目的があっていくんだったらもうすごくいいなって思ってマジでそうだし、やっぱ今の日本の社会っていうのは大学っていうのは結構やっぱり一つ大事な部分だし、確かに人の評価って一旦はそこでしか測れない。そうだね、学歴がね、そうそうどれだけ頑張ってきたかのそうそうそう成績みたいな感じだもんね。あとはまあスキルで勝負することももちろんできる。例えばフォロワーが何人いるとか、こういう実績を出しましたっていうのもできるんですけど、まあ、それがなかったりする場合は大学に行った方がいいなって思うし、こう大学行くべきか行くべきじゃないかみたいなのは、なんか私的には結構なんか行くのも面白いし、行かなくても行かないなりにその、何かスキルを持ってたりとか、自分で何かできるんだったらいいなって思うし、そうね。そうだからなんか高3の時はなんで行くんだろうなって思ってたんですけど、なんか今はすごくわかるというか、行くのも面白いなって思ってる。でもさ、そう思ったタイミングで行くのがいいよね。なんか高3の時にさ、次は大学ってなんか決められたものじゃなくて、無理やり行くとかじゃなくて、なんかやりたいことが見つかってからそのための手段として行くみたいなのはめっちゃありだよね。思いました。あとなんか大学で出会える人っていうのも結構また面白いなと思うので、確かに結構どの大学に行くかにもよると思うんですけど、それもすごく、なんかそこで出会える人とかにも会ってみたいなっていうのがあって、っていう感じですね。だからもしかしたらこれからねまた大学に行くかもしれないしね、でした。そんな感じのすみかちゃんの20歳までの人生を少し振り返ってみました、ありがとう、めっちゃありがとうございますじゃあちょっとまた他のテーマもね2人で撮っていきたいと思いますので、一旦ここまでになります。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。このポッドキャストでは教科書ではなかなか学べないネイティブが実際に使っている日本語を自然なスピードでお届けしています。話すスピードもテンポも実際の日本人の会話と同じです。ちょっと速いなって思ったら再生スピードは自由に変えることができます。まだ聞き取れないなっていう方は 0.75 倍速や 0.5 倍速から聞いてみてください。慣れてきたら通常のスピードへ。上級者の方は 1.25 倍速や 1.5 倍速にも挑戦してみてください。そしたら普通のスピードがとってもゆっくりに聞こえてくるはずです。自分のペースで少しずつステップアップしていきましょう。ということで今日のテーマは、日本人が日常会話でよく使っているけど教科書には載っていなくて初めて聞くとどういう意味となる日本語を紹介していきたいと思います。今日は5つの言葉を紹介します。1、助かります。2、ピンとこない。3、念のため。4、ドンピシャ。5、なんとなく。この5つの言葉を今日は紹介していきたいと思います。今から紹介する言葉はどれも日本人が日常会話でよく使う表現なんですが、翻訳ソフトとかで訳すとちょっと不自然になったり意味が正しく伝わらなかったりするんですよね。だから実際に日本人がどういう気持ちで使っているのかちょっと分かりづらいので、このポッドキャストではそんなリアルな言葉のニュアンスや使い方を例文と一緒に分かりやすく解説してみようと思います。リスニングの練習をしながら日本人のリアルな感覚も学べるような内容になっているので、通勤中とか休憩中、寝る前など気軽に聞いてもらえると嬉しいです。ではエピソード7スタート。はい、まず一つ目に助かりますですね。助かりますは翻訳ソフトとかで直訳すると It helps とか It saves me になることが多いんですが、実はこの言葉ありがとうとか感謝してますという意味で使われることが多いです。例えば、これコピーしておきましたよ。わー、助かりますって言ったりします。あとは、代わりにこれやっときますね。本当に助かりました。ありがとうございます。みたいな感じです。ポイントは、手伝ってくれてありがとうとか、気遣ってくれて嬉しいみたいな時に柔らかく自然に伝える表現になります。
ぜひね、ありがとう以外にも感謝を伝える表現、日本語にもたくさんありますので、助かりますもぜひ感謝の言葉として覚えて、ぜひ使ってみてください。次、2つ目はピンとこないです。ピンとこないは翻訳だと I don't get it とか It doesn't click と出てくることが多いんですけど、日本人のネイティブの感覚で言うと、このピンとこないという言葉はなんかよくわかんないみたいな意味で使うことが多いんですよね。なので例えば、この名前どっかで聞いたことがある気がするんだけど、ピンとこないなとか、あとは説明されてもピンとこなかったけど図を見たら分かったみたいな感じなんですよね。なのでポイントは理解とかイメージがすぐ頭に浮かばないときにピンとこないをよく使います。逆にピンとくるという言葉もあります。ピンときたとか思い出したとか、なんか分かんなかったけど今分かったみたいな時にピンときた、ピンとくるみたいな感じで使います。はい。ぜひこちらも、なんかよく分かんないなーって思った時、ピンとこないなーってぜひ使ってみてください。じゃあ次に3番目、念のためですね。はい。念のためは聞いたことあると思うんですけど、翻訳だと just in case と出てきますね。これ、まあまああってはいると思うんですけど、実際の会話ではもっとなんかやんわりした確認とか気遣いとして使います。例えば、明日休みですよね。念のため確認です。とかですね。あとは、念のため明日傘持ってこうかなみたいな感じです。ポイントは心配しすぎるほどじゃないんだけど、なんか安心したいのでやっておくみたいな感じです。念のためという言葉は日本人の会話ではよく聞く言葉だと思います。私も多分ね、しょっちゅう使っていて、念のためさ、明日これ持ってくとか、念のためこれ準備しておいた方がいいかなみたいな感じでよく使っています。さっきも言ったんですけど、なんか確認したいことがあった時によく使ったりします。はい。ぜひ念のためみんなも使ってみてください。次は4つ目、ドンピシャですね。皆さんドンピシャって聞いたことありますか？もしかしたらこの言葉は初めて聞く人が多いかもしれないんですけど、ドンピシャをね、ちょっと Google で翻訳してみたら、exactly とか right on みたいな感じだったんだけど、なんかちょっと日本人が使ってるニュアンスとちょっと違うんだよね。で、これをちょっと解説すると、ドンピシャは日本人はよく、なんかね、もっと勢いがある感じで使います。なんかわかりづらいよね。例えば、完全に正解みたいな。もうまさにそれみたいな感じで、なんかちょっと強調したい時とか、めっちゃぴったり合ってたみたいな時によく使います。はい。例えば、例文で言うと、それ、ドンピシャな答えだね。とか、あとは、この服めっちゃドンピシャかわいいみたいな。私のこうストライクゾーン、なんかその、自分が大好きなジャンルだったりとか、大好きな好みにぴったり合ってるみたいな時に、よくドンピシャ、これめっちゃドンピシャって使います。なんとなく伝わったかな？そう。なので、ポイントは、なんか音のインパクトも強いじゃん。ドンピシャ。ピシャーみたいな感じで、音のインパクトもね、ちょっと強いと思うんですけど、ちょっとテンションが上がった時によく使います。はい。ドンピシャと、ちょっとさっきからもね、言ってると思うんだけど、ぴったり合ってたとか、ぴったり合ってると、ドンピシャは同じような意味で使います。でも、ドンピシャを使うときは、もうほんと感動しちゃったみたいな。なんかね、そうなの。なんか感動しちゃったみたいな感じで使います。例えばさっきもちょっと紹介したけど、例えばお財布、例えばこの財布めっちゃ私の好みにドンピシャみたいな感じで、もうすごい可愛いの見つけて、自分の好みのぴったりのお財布見つけたみたいな時に、感動した時によく使いますね。お気に入りのものを見つけた時でもいいので、ぜひ、ドンピシャのやつ見つけたとか、ドンピシャって言葉ぜひ使ってみてください。最後5つ目は、なんとなくです。なんとなくは聞いたことあるかな？結構ね、日本人言ってると思うし、私もめっちゃ使います。はい。で、なんとなくをね、ちょっと Google 翻訳してみたら、somehow って出てきました。
なんかね、ちょっと不自然なんです。somehow だと、なんかちょっとだけ不自然、なんかぴったり合ってる言葉じゃない気がしていて、なんとなくっていうのは多分直訳が難しくって、日本独自の曖昧な表現な感じがします。曖昧ってみんな知ってるかな？曖昧っていうのはなんかクリアじゃない感じ、はっきりしてない感じのことを曖昧って言ったりするんだけど、曖昧と似たような感じですね、なんとなくは。はい。例えば、なんとなくあの人のこと気になっちゃうなとか、あとは、なんとなくこのお店入りたくなったんだよねとかですね。なんかね、ポイントは、理由ははっきり言えないんだけど、そう思った。なんか自分がそう感じたみたいな時に使うニュアンスです。なんかね、英語にね、完全に一致する言葉がなくって、すごい日本語らしい表現なのかなと思います。なんとなくを使うときは、例えば今日なんとなく、なんかケーキ食べたい気分だなとか、なんか理由は別にないんだけど、なんとなく思ってるんですよね。そう。こういう時にも使いますね。なんでって聞かれても、なんとなくなんだよね。例えば私もレッスン中とかにね、日本語を解説してる時に、これなんとなくわかったみたいな感じで使ったりもします。なんとなくは、なんか100%は分かってないかもしれないけど、全体的な意味は分かってくれたかなみたいな時に、なんとなく分かったかなって使います。だから曖昧とか、はっきり理由はないんだけどそう感じたみたいな時に使います。じゃあ今日は5つの日本人っぽい日本語の表現について解説しました。覚えてるかな？ 1 つ目は助かりますですね。助かりますは簡単に言うと感謝を伝える言葉でしたね。ありがとうと似ています。ありがとうの他に助かりました。ぜひ使ってみてください。2つ目はピンとこないでした。ピンとこないはみんな覚えてるかな？意味はなんかすぐには理解できないって感じですね。なんか思い出しそうなんだけど思い出せないみたいな時に使います。あとはしっくりこない、なんかぴったり合わないとか、しっくり合わないっていう時に使います。はい、次が3つ目が念のためでしたね。念のためは簡単に言うと安心とか確認のために念のためを使います。次、4つ目、ドンピシャですね。ドンピシャは完全に一致してる感じですね。まさにそれっていう時に使います。はい、次はなんとなくですね。なんとなくははっきり理由は言えないけどそう感じている時に使います。今日紹介した5つの言葉はどれもネイティブが毎日のように使う日本語だけど、翻訳機ではなかなかね、ちょっと表現しにくい、独特な表現をするリアルな日本語でした。多分日本語を勉強している皆さんは、こういう日本人っぽい表現っていうのがなかなかね、教科書からだと学びにくいのかなと思います。なんですけど、こういう感じで、ポッドキャストでね、お話ししていると、私がいつも自然に使っている日本語がね、自然と出てくるので、私はあえてこのスピードで、日本人が話すスピードで話しています。はい。これからもね、日本人がよく使うリアルな日本語を皆さんに紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。そしてね、リクエストとかテーマに関するリクエストがあったらいつでもコメントに書いてくれたら嬉しいです。じゃあね、今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。日本語コーチのしおんでした。またねー。ドキドキ、キラキラ、ピカピカ、ニコニコ。みんなは日本語のオノマトペ何個知ってますか？こんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。皆さんはオノマトペ知ってますか？よく日本のアニメとかドラマを見ているとオノマトペよく聞くと思います。日本語には音や気持ち、雰囲気をオノマトペで表現することがたくさんあります。今日は日本人がよく日常で使うオノマトペを10個紹介していきたいと思います。これも教科書にはあまり載っていないけど、知ってるとね、結構会話がナチュラルになります。はい、ということでエピソード8スタート。では1つ目、ドキドキ知ってますか？ドキドキはね、結構有名なオノマトペだから知ってる人が多いかもしれないですね。
意味はね、緊張してる時とか、すごく楽しみなことが待っている時に、もう心臓が速くなって、心臓の音を表してるんですよね、このドキドキっていうのは。なので、緊張してる時とか、すごく楽しみな時、ちょっと興奮してる時に、ドキドキを使います。例えば、明日は好きな人とデートだからドキドキするとかですね。あとは今日はめっちゃ楽しみにしてたライブがあるからめっちゃドキドキするみたいな感じですね。ドキドキはね、多分みんな聞いたことがあるかもしれない。ぜひね、知ってたら知ってるよってコメントに書いてくれると嬉しいです。はい、ぜひね、皆さんもドキドキ使いこなしてみてください。使うタイミングはなんか緊張してる時とかですね。緊張してる時が一番わかりやすいと思うので、ぜひなんか明日は例えば JLPT のテストがあるから緊張する、ドキドキするみたいな感じで使ってみてください。はい、次は2つ目はペラペラですね。ペラペラはね、実は意味が2つあります。1つ目は多分みんな聞いたことあると思う。例えば、日本語ペラペラになりたいとかですね。これ聞いたことあるかな？そう、意味は言語がスムーズに話せること、スムーズに話すことをペラペラですね。よく喋れることをペラペラって言います。だから、私全然英語ペラペラじゃないのとか、日本語がまだペラペラじゃないですっていう風に使います。はい。ペラペラ聞いたことあるかな？多分ね。はい。もう一つのペラペラの意味は、なんか薄いものですね。例えば紙とかもペラペラですね。紙とかもペラペラって言います。薄くて、こう、例えば紙とかがしなる音、しなるっていうのはこう曲がった時に出る音ですね。が、ペラペラっていうので、ペラペラっていうオノマトペを使って表現します。はい。なので、ペラペラには2つの意味があって、言語をスムーズに話せること、あとよく喋ることをペラペラって言います。あと2つ目は薄いものを表現するときにペラペラって使います。はい。ペラペラ使いやすいのは多分ね、スムーズに話せる方はすごく使いやすいと思うから、例えば日本語をペラペラになりたいとかみんなもね、ぜひ使ってみてください。次、3つ目は、もやもやですね。これ聞いたことあるかな？もやもや。なんか音のニュアンス通りな気がするんだけど、もやもやって聞いてみんなはどう思いますか？どんなイメージしますか？これはね、私音のイメージそのまんまだなって思うんだけど、気持ちがね、なんかすっきりしないときに、なんかモヤモヤするって使います。あとはなんか気になるなっていうとき。例えば、昨日友達にこんなこと言われて、なんかちょっとモヤモヤする。なんか心に引っかかってるみたいな時に、モヤモヤするって使います。もうモヤモヤは、なんかイメージ通り、なんか、モヤモヤなんか雲みたいな、なんか、もやって知ってるかな？もやっていうのがあって、まあ、霧みたいな感じなんだけど、霧とかのことをね、もやって言ったりするんだけど、もやがかかってる、霧がかかってるとかも、もやがかかってるってね、言い方をするんだけど、そうなんか、もやもやってしてることをね、もやもやするって言います。はい。もう見たまんまですね。その、気持ちがモヤモヤするとかも心の中にそのモヤがかかってるみたいな感じで、そう、モヤモヤするを使うときはね、私は結構忘れ物しちゃったときとかによく使います。例えば今日外が暑いのに日焼け止めを塗り忘れちゃったときとかに、どうしようかな、家に戻ろうかな、どうしようかな、コンビニで日焼け止め買おうかな、どうしようかな、もうなんかモヤモヤする、気になっちゃうな、モヤモヤするなみたいな感じで使います。はい。ぜひ皆さんもなんか気になっちゃうなとか気持ちがすっきりしない時になんかモヤモヤするって使ってみてください。 OK、 じゃあ次、4つ目はぐっすりですね。ぐっすりはね、聞いたことあるかな？どうかな？初めて聞いたかな？はい、ぐっすりはね、深くよく眠るときに使います。例えば、昨日ぐっすり寝たからめっちゃ元気みたいな風に使います。皆さんは最近ぐっすり寝れてますか？どうかな？私はね、結構ぐっすり寝れてないことが多くって、最近なんか眠りが浅いんだよね。だから全然ぐっすり寝れてなくて、日中とかすごい眠気に襲われちゃいます。はい、こんな感じで自然とね、使っています。ぐっすり。ぜひね、友達とかに、今日はぐっすり寝れたとか
日本語を教えてもらってる先生とかにもぜひ聞いてみてください。昨日はぐっすり眠れましたかってぜひね、使ってみてね。はい。じゃあ次、5つ目はキラキラですね。キラキラは聞いたことあるかな？アニメとかでね、よく出てきますね。キラキラはね、なんか輝いてるって感じですね。なんか光ってて綺麗みたいな感じですね。例えば、夜景がキラキラしてて感動したみたいな時に使います。もうキラキラはなんか光ってる時とかに使いますね。人に対しても使ったりします。あの人すごいキラキラだよねみたいな。なんか目立ってる感じですね。実際に光を放ってるわけではなくて、なんか存在がキラキラしてるみたいな時に使います。例えば、人にキラキラを使う時は、なんかこの人はいつも笑顔で、元気はつらつで、なんかすごいキラキラしてる人だよねみたいな風に使います。物理的にね、その人から光が出てるわけではないんですけど、なんか輝いてるオーラが見えるときに、キラキラっていうオノマトペを使います。次、6つ目はイライラですね。イライラは聞いたことある？どうかな？音のイメージで言うと、なんかね、イライラって感じなんだけど、これは怒りとか、ストレスでめっちゃ落ち着かないって感じ。例えば今日はもうめっちゃ寝不足でなんか全然寝れてないからイライラするみたいな感じですね。はい。あとは渋滞？道がね、渋滞してて全然進まないからイライラするみたいな時に使います。イライラするはね、結構ね、多分日常で日本人よく使ってると思います。ぜひみんなもなんかストレスで落ち着かないなって時にイライラする使ってみてください。はい、次、7個目はニコニコですね。ニコニコは聞いたことある？どうかな？はい、ニコニコはね、笑顔でいることですね。笑顔でいたりとか、あとは機嫌がいいことですね。例えば、私の友達はいつもニコニコしてますとかですね。はい。とか、赤ちゃんを見た時とかに、わあ、すごいニコニコで可愛いね、みたいな赤ちゃんがすごい笑ってて可愛い時に使ったりもします。はい。ニコニコ。ぜひね、みんなもニコニコ毎日笑ってると、ハッピーな気持ちになれると思うので、ぜひニコニコしてください。はい、そんな感じ。じゃあ次、8個目ですね。8個目は、ピカピカですね。ピカピカも聞いたことあるかな？多分、ピカピカはね、めっちゃ有名だと思う。そう、みんな多分知ってると思うんだけど、ポケットモンスターのピカチュウだね。ピカチュウがよく、ピカピカって言ってるよね。そう、その名の通り、ピカピカ、これもちょっとキラキラと似てるんだけど、光ってるみたいな時のことをピカピカって言いますね。例えば、ライトがピカピカ光ってるとかですね。はい。使います。綺麗な様子。例えば、このテーブルすごいピカピカ、めっちゃ綺麗みたいな時にも使うし、あとは、新品なんか新しいものとかにも、なんかピカピカですねって使ったりします。このスニーカーピッカピカでしょみたいな。このスニーカー新品でピカピカなんだみたいな感じで使ったりします。はい。あとこう拭いた時に綺麗になったりとか、磨いた時に綺麗になることをピカピカになったとかって言ったりもします。はいですね。なのでピカチュウもピカピカって言ってるのは光ってるからですね。ピカチュウは雷で光ってるのでピカピカって言ってますね。はい。みんな知ってたかな？ピカピカは。はい。じゃあ次。9つ目。は、ブツブツです。ブツブツ、聞いたことある？面白い音だよね、ブツブツって。はい、これはね、2つ意味があります。ブツブツ。とね、1つ目は、ブツブツしてる。例えば、今私ここにね、ニキビできちゃったんだけど、ブツブツになっちゃったんだよね、みたいな感じ。でも実際にね、今ちょっとできてるんだけど、あとはキュウリとかね、キュウリとか、イメージしたらわかると思うんだけど、キュウリの表面、あれはブツブツしてますね。なんか、ブツブツって出てるよね。なんか突起って言うんだけど、尖ってるものが出てるよね。あれをブツブツって言ったりします。はい。あと肌にね、こうやってニキビができちゃった時とかに、肌にブツブツできたって言ったりします。はい、今ちょっと実際にできちゃってるんだけどね。はい、そんな感じです。あとは、2つ目の意味は、小言を言うことです。小言ってなんだよって感じだよね。小言でなんか文句をね、ちょっと言ってる感じなんだけど、なんか小さい声。小言っていうのは小さい声のことなんだけど、
小さい声でなんか文句を言ってる時、不満を言ってる時に言います。例えばなんか友達がブツブツ言ってたよみたいな、ブツブツ文句言っててさみたいな時に使います。なんか文句言ってる時とかにブツブツって言ったりしますね。小さい声で文句言ってることをブツブツって言ったりします。これもね結構ね使うと思います。はい。ぜひブツブツ面白い音なので覚えてみてください。次ラスト10個目。10個目はバラバラです。バラバラも聞いたことあるかな？アニメとかでもよく出てくるんじゃないかな。はい。バラバラは、これもね、2つの意味があります。バラバラの意味は、まとまってない感じのことを言います。あとは別々のこともバラバラって言ったりします。はい。まとまってない感じですね。例えば、みんなの意見が全然違うことを言ってて、バラバラで決まらなかったみたいな感じですね。みんな全然違うことを言ってることをバラバラって言ったりします。あとはね、例えば、よく日常で使うとしたら、バラバラになっている段ボールを一つにまとめて捨てようねって言ったりします。これはね、実際に日本人もよく使っていると思います。はい。ぜひね、バラバラもイメージで覚えて使ってみてください。はい。じゃあ今日紹介したオノマトペ、いくつ知ってましたか？今日紹介したのは一つ目、時々。次、ペラペラ。三つ目、もやもや。四つ目、ぐっすり。五つ目、キラキラ。六つ目、イライラ。七つ目、ニコニコ。八つ目、ピカピカ。九つ目、ブツブツ。10個目がバラバラでしたね。どうでしょう？いくつ皆さん知ってましたか？ぜひね、何個してたよってコメントに書いてくれたら嬉しいです。日本語にはね、感情とかをオノマトペ、音でね、表すことがとっても多いです。使いこなせるとめっちゃ日本人っぽく喋れるようになるので、ぜひ今日のね、紹介したオノマトペ、みんなの日常でもぜひ思い出して使ってみてください。あとはね、もしこのオノマトペ紹介してほしいという声もあれば、ぜひコメントに書いてくれると嬉しいです。はい。このポッドキャストでは今後もリアルな日本語をどんどん紹介していきますので、ぜひチャンネル登録して次の動画を待っていてください。では次回のエピソードでまたお会いしましょう。またねー。よし、やっていきますか。やっていきましょう。はい。じゃあリアルな日本語ポッドキャストの時間です。第2弾もすみかちゃんがゲストで来てくれています。お願いします。お願いします。みんな前回のすみかちゃんのインタビュー聞いてくれましたかね？じゃあ今回はちょっとまたテーマを変えてカジュアルにまたお話ししていきたいんですけど、はい。すみかちゃんってさ、アニメ見る？見ます。お、どんなの見るの？話題のやつ。あ、今流行ってるやつとかね。流行ってるやつとか見ます。最近何見た？最近は地見ました。うん、いいね。はい、どんな話だっけ？なんか地は天動説っていうのと地動説、こう地球が真ん中にあってその周りを、惑星とかが回ってるのかっていう天動説か、と地球が動いているのか、で地動説でもともとは地動説っていうのは信じられてなかったけど、そんなことありえないって言われてたんだけど、地動説を信じている人たちのお話、で結構こう迫害というか、その地動説を信じている人はイカれてるみたいなことを言われながらも、こうそれを信仰していたっていうお話。でもやばいよね。なんかさ、普通にさ、地面が動いてるって言っただけでさ、迫害されるのやばくない？え？みたいな。今からしたらね、びっくりだよね。びっくり。その地っていうのは、一見すると宇宙的な話とか、なんていうんですかね、あれスピリチュアルじゃなくて、なんか、天文学か。天文学。そう、天文系のお話だと思われがちなんですけど、あれは本当に哲学のお話だと思ってて、何かを信じるってどういうことかっ
とか、地動説とか天動説とかどっちだみたいな話に見えるんですけど、まあそれは何でも何を信じるか何でもよくて、世の中で信じられているものじゃないものとか、何か自分が信じているものっていうのをどう信じるかとか、どんな生き方を見せるかっていう話。確かに哲学だね。哲学の話になってて、だってみんなはさ、地面が動いてるわけがないって思ってて、でもそれは違うだろうって言うのも怖いじゃん、普通にその時代に。でそれを信じ続けるのもさ、あれ本当にいいのかなって思っちゃうよね。周りがさ全員そうだったら。確かにそれでもあえて主張するってすごいよね。すごいし、それって何にでも言えるなと思ってて、それは天文学的な話だったけど、例えば今で言ったらなんとなく日本ってお金を稼ぐことが悪いことっていうか、ちょっとお金が汚いものみたいなに空気があったりとかするけど、なんかそれを誰かがいやそれは悪いことじゃないとか、いいことだって言ったりとかっていうのっていろいろあるじゃないですか。あるある。世の中そういうのがいろいろあると思ってて、それに異を唱えるというか、何かそうじゃないっていう発言するっていうのも生き方だと思うし、確かになんかそれを信じ続けるっていうのも生き方だなと思って。だってあえて言わなくてもいいもんね、別に。っていうのがすごく面白いなと思って、考えさせられる物語。ちょっと見てみたい。私途中までしか見てないから、最後まで見てみたい。けど結構怖いシーンあるから。そうなの？なんかなんだっけ、拷問？拷問されちゃうんですけど、拷問のシーンとかは結構結構あれなので、痛そうって感じになるので、そこは飛ばしてました。拷問シーンだけ飛ばしてました。あんまりグロいのは苦手？苦手。そうだよね。考えちゃう。自分が今それをされてるって思っちゃう。あ、もうそうなんだ。思っちゃう。憑依しちゃうの？その爪剥がすシーンとかあるんですよ。痛い。考えちゃう。あ、もう痛いってなっちゃう。それはなるわ。痛いってなるね。なっちゃう。私も結構直視できないタイプかも。あーってなる。ちょっとそういうところは見ないで。でも面白かったです。へえ、そうなんだ。あれは見た？鬼滅の刃。見ました。映画見た？映画まだ見てないの。あ、本当？映画まだ見てなくて、早く見なきゃなと思って。みんなに言われる、なんかマジで見てほしい。マジですごいあれ。マジですごい。見てみてほしい。ちょっと見たいですね。多分鬼滅の刃好きな人めっちゃいると思う。まだあれって日本だけ？いや、あれもうすぐかな。9月からは海外でも映画館でやる。9月からか。じゃあまだかな。もう始まってるとこもあるかもしれないけど、みたいなね。そっか、いいね。ちょっとちゃんと見よう。ぜひぜひ。そうね。面白かったですね。あとは最近見てるのある？タコピー？あ、タコピーの現在だっけ？あれは見ました。ちょっと見ましたかね。ね、みんな知ってるから、タコピーの現在ってすっごいさ可愛いキャラクターが出てくるんだけど、なんかタコみたいな宇宙人。すんごい見た目可愛いんだけどさ、お話がめっちゃさ、いや、そう重いんですよ。シリアスだよね。でもあれ6話ぐらいですよね。あ、すごい短かった。めっちゃ短いんですよ。なんか続きがあるのかと、第2シーズンがあるのかと思ってたら終わった。そうなんですよね。あれもすごく面白いというか、面白いですね。なんか私はあれは結構物事って多面的だよねっていう話だと思ってるんですけど。それはそうだね。両方から見て、本当に片方から見たら女の子名前なんだっけ、主人公。静香ちゃん？静香ちゃんはすごくかわいそうな女の子だけど、それをねいじめてたマリアちゃんだっけ、もうすごい悲しい過去を持ってて、傷ついててみたいな、でその周りにいる男の子もさ、風間くんだっけ、とかもすごいなんかお兄ちゃんと比べられちゃってさ、なんかすごい悲しいよね。悲しい。あれ最後に見ました？見た。もちろんいじめるのは良くないけどね。良くないけどね。確かにどんな理由があったって、なんかいじめちゃいけないなって思うんですけど、最近よく何か情報を一つ見て一方的にこの人良くないとかって決めつけがちだと思うし、なんか自分もちょっとそういうバイアスかかったりとかして、わかる。この人めっちゃ良くないよねって思っちゃったりすることあるけど、
どうなんだろうね。っていうのを一回疑った方がいいなっていや、そう、いうのは決めつけは良くないよね。そうなんだよ。っていうのを考めっちゃ感じるえさせられるお話だったなって。なんかさ、日本でさ、結構さ、それに通ずる話でさ、なんか挑戦者をさ笑ったりとかさ、出る杭を打つみたいなさ、言葉があるけど、結構あるじゃん、そういうのが、日本もね、だけどなんかさ、挑戦する人って別にさ、挑戦しなくていいことをあえてやってるわけじゃん、だからさ、それをさ、なんかあえて叩くのはどうなんだろうなってちょっと思ってるの、別にいいじゃん、好きにやらせたらって思うの。そうそうそう、なんかそこに嫉妬心とかがあるのかなって。自分はそっちにはいけないからってことだよね、確かにね。そう、なんかほっとけばいいのになってちょっと思う。そうそうそう、まだあるよね、そういうのが日本は。ありますね。そうね。そんな感じかな、最近見たのは。そうね、そんな感じかな。何見ました？それこタコピーの現在見たでしょ、あとはブルーロックとかも見てた。私ブルーロック見てなくて。おすすめ。めっちゃ面白いって言いますよね。めっちゃ面白いよ、ブルーロック。見たことあるかな。サッカーの高校生のサッカーのお話なんだけど、エゴイストの話ですね。エゴ、そうそうそう、エゴってその自分のなんて言うんだろうね、自分の考えみたいなものを主張することとかなんだけど、そう面白い、めっちゃ。何が面白いんですか？なんかその指導者みたいな、コーチみたいな人がいるんだけど、その人の言う言葉が一つ一つなんかすごく、リーダーの言う言葉なんだけど、なんかその日本のサッカーの選手たちを、ストライカーをこう育成する、なんて言うんだろうね、合宿みたいなのするお話なんだけど、なんかそのストライカーにしていくため、日本一のストライカー、世界一のストライカーにしていくための声掛けみたいなのが、そのエゴさんっていうんだけど、その人が。あ、そうなんだ。その人がめっちゃなんか適切な言葉で声をかけていて、なんかリーダーとか目指す人とかにもちょっと響く内容だった。もちろんその主人公の頑張るみたいなものに、頑張れみたいな応援する気持ちも出てくるんだけど、なんか大人になって多分見ると、あの人がすごいなって思う。そのエゴさんみたいな人が、こうやってやる気を出させるんだとか、こうやって上司とかね、社長とかに見せてあげたいぐらい、なんかこうやって言葉をかけてあげることで気づいたりとか、自分の足りないことに気づいたりとか、なんかやっていくタイプで、でもなんかお前ら行くぞみたいな感じじゃないのよ、エゴさんは。すごく淡々と必要なことを言ってるタイプの人で、それできる人すごいですよね。そう、なんかブルーロックはそういう目線で見てた、私は。ぜひ見てほしい。いや、ちょっと見てみます。誰推しとかあります？私ナギっていうのが好きなんだけど、なんか結構みんなナギって言いますよね。そう、アニメを見たらわかる。そうなんだ。ナギはかっこいいってなるのよ。見てほしい。それこそ日本の代表の、ユースみたいな、アンダーなんとかみたいなと戦うのが、こうなんか一番最後らへんにお話出てくるんだけど、もうめっちゃ強いわけよ、もう相手が。だってもうね、選手として選ばれて世界で活躍するような人と戦うわけだよ、高校生がね。なんだけど、そこでナギがめっちゃかっこいいのよ。そう、ナギは選手ってことだよね。そう、ナギはそう、ブルーロックのメンバーなんだけど、めちゃくちゃかっこいい。これはね、もうぜひ見てほしい。私そこだけ何回も巻き戻して見てるもん。そうなんだ。そうそうとかかな。あとキングダムもめっちゃいいよ。見てないんですよ、キングダム。めっちゃおすすめ、キングダム。中国のねお話なんだけど、その田舎に生まれた男の子が、大将軍になるっていうお話なんだけど、もうめっちゃめちゃ面白い。長い？結構割と長いね、割と長い。そのキングダムもさ、それこそ大将みたいな、その将軍みたいな人が、何人かいるんだけど、タイプがみんな違うのね。その頭脳で戦うタイプなのか、もうめちゃくちゃもう強いかみたいな、とか、その部下の采配の仕方とか、そう、なんかね、めっちゃ面白い。そうそうそう。キングダムね、よくなんかキングダムで例えてくる人いますもんね。いるね。大体ワンピースかキングダムで例えてくるいるね。からちょっと見た方がいいなとは思う。ちょっとね、私ワンピースだけはまだ手を出せてないんだよね。ちっちゃい頃見てたんだけど、もう忘れてる。私は今1話をちょっと見てます。1話だけ
まだ何者にもなってない。そうだよね。多分これを見てるみんなの方が詳しいかもしいやれない。本当に絶対そう。海外留学した時とかもナルトとかワンピースとかは海外の人に説明されて、うん、へーってこっちが知らないみたいなね。っていうのがあったんで、いや、わかる。めっちゃ人気だよね、ナルトも。面白いんだろうなとは思っている。そうそうそうだね。最近見た。あ、そうだね。あと薬屋の独り言、あ、見た見た。私すっごい好きで、毎週金曜日に放送され、日本では放送されてたので、毎週見てましたね。あ、ちゃんとリアタイしてたんだ。リアタイしました。もうすっごい楽しみで。面白いね、あれね。あれめちゃめちゃ面白いですね。なんかなかなかない主人公のタイプじゃない？いや確かに。うん。確かに確かに。ちょっとクールだし、頭がいいみたいなね。絵も可愛いよね、すごい。絵も可愛い。いやすごい面白いですね、あれは。いいね。あとなんだっけな。あ、でもなんか人生のバイブルみたいな。なんかさ、みんなあるじゃん。いろんな人さ、自分の人生のバイブルのアニメとか漫画とかあると思うんだけど、私は宇宙兄弟めっちゃいいなって思って。私もシオンさんに宇宙兄弟おすすめされて全部見て、面白かったです。面白いよね。やっぱなんかあれも挑戦する人の話じゃん。すごいよね。宇宙だよ。いや宇宙ですよ皆さん。本当に宇宙はもうすごいって。いや宇宙はすごい。宇宙はすごいし、なんか私宇宙兄弟で好きなのはムッタ、お兄ちゃんの人間臭い葛藤とか嫉妬みたいな部分がすごい好きで、弟がすごくね天才というか、弟がすごくて、努力家でもあり、先に弟が宇宙に行くんですけど、兄としてはさやっぱりさこう不甲斐ないというか悔しいというかさ、悔しいよね、弟ばっかりって思うっていうのをちゃんと描写してるのがすごいこう人間らしくていいなと思って。確かになんかねただのサクセスストーリーじゃないというか、そうだね。なんかそれがすごく見てて面白いなって応援したくなるし、なんか自分も頑張ろうって思う。いやそうなの、なんかねそれこそムッタの年齢が多分20後半とかでしょ、主人公が20後半でさ、そっから挑戦するんだみたいな、結構勇気もらえる。シオンさんが今から宇宙飛行士になるみたいな感じですよね。それは絶対にないんだけどね体力が追いつかない体力テストで1回落ちますもん。そうだからムッタもやっぱりその会社員がしてて、今からみたいな感じだったけど、そうね、トレーニングしたりとか、一回諦めちゃったんだよね、ムッタはね。一回諦めて普通に会社員として働いてたんだけど、やっぱり行きたいみたいなね。すごいよね、あれは。ぜひおすすめです。皆さんも見てみてください。そんな感じかな。あとなんか他にありますか？あと「進撃の巨人」も好きですよ。進撃は面白いね。ちょっともう一回見たいもん、ちゃんと。いやわかるね、もう一回見たい。さあ、話がさそもそも複雑っていうのもあるし、長いしね。長いし、それこそ地みたいな感じでさ、地とかタコピーの経済みたいにさ、なんかこっちの立場からすると、あっちが敵でみたいな、こっちからするとこっちが敵でみたいなさ、なんか悲しくなるよね。ねいろんな面から物事見れるよね系のアニメ好き。私も好きかも。考えさせられるというか、よく考えて作られてるなみたいな、ちょっと複雑な話の方が、こう面白いなってわかる思う。わかる。なんか見応えあるしね。見応えある。わかるわかる。そうね。あと普通にそれで言うと坂本デイズ。坂本デイズ。わかるわかる。何も考えなくても見れるって感じ。そうそうそう。あれ面白いですね。あれはなんかちょっとなんか一回休憩したいなみたいな時に見る。わかるわかる。なんかインプットしようとかじゃなくて、一旦見とこうかなみたいな。結構ねそういうシリアスなアニメとかはね、そう重い体力使うからね。みたいな感じかな。いいですね。じゃあ皆さんのぜひお好きなアニメもコメントにぜひ書いてください。教えてください。はい、ぜひ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。すみかちゃんでした。またね。突然ですが皆さん、日本語には体の一部が入った表現がたくさんあるの知っていましたか？こんにちは、リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。
今日はですね、日本語には結構ね、体の一部が入った表現がたくさんあるんだけど、それをね、ちょっと紹介していきたいと思います。例えば、目が点になるとか、耳が痛いみたいな体のパーツを使った表現っていうのが日本語にはたくさんあります。それは感情とか状況をリアルにね、相手に伝えることができます。ちなみにみんなも目が点になるってどういう意味か知ってるかな？そう、目が点になるってどういう状況って思うよね。はい、これはびっくりした時に目が点ってなんかね、目が点になるって言うんだよね。そう、びっくりした時に日本人はよく使います。あとは耳が痛い。これね、普通に耳が痛いっていうわけじゃなくって、なんか例えば嫌なことを言われた時とか、あとは例えば言われて欲しくないことを言われた時に、うわ耳が痛いっていう表現をします。はい、物理的に痛いわけじゃなくて、なんか言われたくないことを言われたから耳が痛いっていう感じで使います。こんな感じで耳が痛いみたいな感じで、耳が痛いのは物理的な痛さじゃなくて、気持ち的な感情的な表現をしたい時によく使うんだけど、そういったね、ちょっと意味が変わる日本語を今日は紹介していきたいと思います。その中でも今日は手がつく日本語の表現を10個紹介していきたいと思います。ぜひね、知ってるものがあるかどうか、ぜひチェックしながら聞いてみてください。それではエピソード10スタート。はい、まず一つ目、手を貸すです。これ意味知ってるかな？手を貸す、その通りなんだけど、助けるとかサポートするという意味でよく使います。例えば友達が重い荷物を持って大変そうだから手を貸してあげたとかですね。手を貸してあげたっていうのは荷物を持ってあげたみたいな時の表現ですね。あとは手を貸しますか、手貸しましょうかって、手伝いましょうかみたいな時に手貸しましょうかって使うこともあります。はい、そんな感じで使います。あとは今日のテーマからちょっとずれちゃうんだけど、よく日本語の表現としてすっごい忙しい時とかすっごい大変な時に猫の手も借りたいっていう言葉があります。はい、聞いたことあるかな？そう、もう猫の手すらも借りたいぐらいめっちゃ忙しい状況みたいな時に、もう今猫の手も借りたいぐらい大変なのって使います。ね、猫の手を借りてもね、きっと猫ちゃんは何もできないんだけど猫ちゃんが仮に何かができないとしても、それでも猫の手が借りたい、それぐらい忙しいっていう時に猫の手も借りたいという表現を使います。はいですね。じゃあそんな感じです。次に2つ目紹介していきます。2つ目は手が開くです。これ手が開く、どういう意味かわかるかな？開くっていうのは空という漢字を書きますね。そう、これ訓読みすると開くという風に読みます。はい、開くっていうのは基本的に時間ができるみたいな感じなんですね。あとは暇になるみたいな感じです。なので手が開くっていうのは今は忙しくないよ、手が開いたよという時に使いますね。なので例えば例文で言うと、3時以降なら今日は手が空いてます。これは3時以降なら予定がないですっていう意味なんですね。はい。よくね、これも日本人使ってます。何時になったら手開くからちょっと待っててとか、例えば今手開いてますか？ちょっと助けてほしい時とかに、例えば今って手開いてますか？みたいな感じですね。あとはね、もっとフォーマルな言い方もあります。聞いたことあるかな？ちょっとね、聞いたことないかもしれないんだけど、お手すきですか？っていう表現もあります。これも同じく手開いてますかっていう意味、同じ意味で使っています。はい。結構ね、お手すきですかは年上の方だったりとかビジネスの時によく使う表現です。今手が空いてますか？今暇ですか？っていう表現ですね。はい。ぜひね、これも日本人めっちゃ使ってるので、暇ですか？とか、時間いつになったらできますか？って聞きたい時に、いつになったら手空きますか？とか、そういった表現覚えてみてください。はい。では次に3つ目ですね。3つ目は手を出すです。これ手を出すですね。これ意味わかるかな？これちょっとね、なんか2つね意味があります。ネガティブな意味とポジティブな意味2つあります。ちょっとね、ネガティブな意味から紹介すると、暴力を振るっている時によく使ったりします。なんか例えば喧嘩で
手出しちゃダメだよとか、先に手出した方が負けだよってよくね、使います。手を出すっていうのは、例えば相手のことを殴っちゃったりとか、叩いちゃったりとか、するときって手が出てますよね。そこの状況をね、手を出す。そのまんまの意味です。はい。手を出すっていう風に使います。はい。あと、二つ目はポジティブな意味ですね。ポジティブな意味は、新しいことを始めるときに手を出すという表現を使います。例えば、いろんな趣味に手を出してみてるみたいな感じですね。そう、私最近料理にハマってたりとか、あとね、編み物してみたいなってちょっと思ってるんだけど、まだね、実行はできてないんだけど、これからちょっと編み物に手を出そうと思っています。みたいな感じで使います。はい。手を出すっていうのは、ネガティブな意味、暴力を振るうっていう意味と、ポジティブな意味、新しいことにチャレンジするみたいな時に使います。ぜひね、状況に応じてみんなも使ってみてください。使いやすいのはきっと2つ目のポジティブな意味ですね。新しいことに挑戦するときに、例えば手を出してみるっていうのを使ってみてください。はい、次。4つ目です。4つ目はね、聞いたことあるかな。手に入る、手に入れるです。これは知ってるかな？これは手に入れる、そのまんまなんだけど、欲しいものを得ること、欲しいものをゲットしたときに手に入れるって使います。そうそうそう。例えば、ずっと欲しかったカメラを手に入れたとかですね。そうそうそう。とか、ずっと欲しかったタンブラーやっと手に入ったのみたいな感じで使います。はい。手に入れるはね、なんとなくイメージしやすいと思います。ゲットするみたいな意味ですね。はい。ぜひね、みんなもなんかずっと欲しかったものが買えた時とか、ゲットした時に手に入れたって表現使ってみてください。じゃあ次いきます。5つ目は手がかかるです。これは聞いたことある？どうかな？手がかかる。これはね、お世話するのが大変みたいな意味です。例えばお世話が必要だったり、大変みたいな時に手がかかるって言います。例えば、私の飼っているワンちゃん、手がかかるんだけど、すっごい可愛いのみたいな感じで使います。すごいやんちゃで、いたずらばっかりするんだけど、すごく可愛いみたいな意味で使います。そう。この子は手がかかるけど、可愛いみたいな意味で使いますね。はい。あとは手をかけるっていう表現もあります。例えば、最近私料理にハマっていて、料理にはね、結構手をかけてます。みたいな感じで、こだわってますみたいな意味でも使ったりしますね。はい。ぜひ手がかかる使ってみてね。次、6個目。手を抜くという表現です。聞いたことあるかな？手を抜く。これはね、若干、ネガティブな意味で使うことが多いかな。はい。抜くっていうさ、表現も知ってるかな？例えば、ストローを抜く。ストローを抜く。これ抜くですね。なんだけど、この手を抜くっていうのは、ちゃんとやらずにサボるみたいな意味があります。手抜きっていうね、言葉もあるんだけど、今日はちょっともう疲れてるから、手抜き料理でいいかな？これ簡単な料理でいいかなみたいな時に手抜きとか手を抜いていいかなって使います。あとはテスト勉強、手抜いたらやばいかもみたいな時にも使いますね。そうなので手を抜くっていうのはちゃんとやらずにサボることです。みんなはね、日本語の勉強手抜かないように頑張っていきましょうね。はい、こんな感じで使いましょう。はい、次は7個目ですね。7個目は手が離せないです。手が離せない、聞いたことあるかな？結構日本人使ってると思います。これ意味としては、今めっちゃ忙しいみたいな感じですね。今すっごい忙しくって他のことできないっていう状況の時に手が離せないって使います。例えば私が今コーヒーを作っていて、今コーヒー作ってるから他のことできないみたいな感じですね。手が離せないって使います。はい。あとは今例えば仕事忙しくって今ちょっと手が離せなくて後で電話するねみたいな感じですね。はいです。ちょうど忙しい時とかに今手が離せなくてっていうのを使ってみてください。次8個目ですね。8個目は手をつけるです。つけるっていうのは例えば電気をつけるとかもそうですよね。つける。あとは手をつける。
こうピタッと手をねくっつけることも手をつけるって言いますね。つけるっていうのはそういう意味で使ってると思うんだけど、この手をつけるのつけるは食事とか、あとは作業を始めるときに手をつけるって言います。例えばね、レポートをまだ手つけてないんだよね。これまだやっていないんだよね。作業を開始していないっていうときに、まだ手をつけてないんですとかって言ったりします。手をつける、手をつけられない、手をつけていないっていう表現よくね、日本人使ってますね。はい、そんな感じです。例えば今週は結構日本語のレッスンがたくさん入っていたから、このポッドキャストの編集、手をつけられてないんだよね、みたいな感じです。そう、まだ作業に入れてない、作業開始できてないみたいな時に使います。はい。じゃあ次、9つ目。手も足も出ない。はい。ここでちょっと足も出てきちゃったんだけど。はい。これね、手も足も出ないっていう表現はみんな知ってるかな？これは、もうその名の通り、手も足も出ないんです。どういうことって感じだよね。はい。これはね、難しすぎてとか、大変すぎて何もできないって感じ。もう手も足も出せないぐらい何もできないって感じなの。例えば、今日のテスト問題難しすぎて、手も足も出なかったみたいな感じで使います。はい。そう、難しすぎるみたいな時に手も足も出ないっていうのを使います。なのでぜひ、難しいっていう言葉以外にもこういった表現があるので、ぜひ使ってみてください。次は10個目ですね。10個目は手に負えないです。負えないっていう字はね、負けるっていう字を書くんだけど、これどういう意味かというと、自分ではもう対応できませんみたいな感じです。あとはコントロール私にはできませんみたいな時に使います。例えば、このトラブルもう手に負えないよみたいな感じですね。もう何をしても無理だみたいな時に、もう手に負えない。私にはもう何もできないみたいな時に手に負えないって使います。はい、こんな感じ。なので、例えば今日自分のタスクがめちゃくちゃ多くって、もう自分だけじゃ対応できないっていう時に、もう手に負えないです。ギブアップみたいな感じで使います。はい。ちょっとね、英語の意味だと多分ギブアップがちょっと近い言葉かなと思います。ぜひ手に負えない、大変すぎるっていう時にね、使ってみてください。はい。ということで、いかがでしたでしょうか？今日は手がつく日本語の表現を10個紹介してみました。こういうね、表現、体を使った表現っていうのはネイティブとの会話では本当によく使われるので、覚えておくと日本語がね、ぐっと自然に聞こえるようになってくると思います。ぜひね、今日紹介した10個の手がつく表現、それ以外にもね、実は体の一部を使った表現ってもっともっとたくさんあります。例えば頭とか、動画の最初に言った目が点になるとか、耳が痛いとか、もっともっとね、いろんな表現があるので、またポッドキャストで解説していきたいなと思います。ぜひね、こういった日本語使えるようになると、あ、そんな日本語よく知ってるねってなると思います。はい、こちらもね、あんまり教科書には出てこないような表現になるかなと思うので、ぜひマスターしてみてください。はい、ということで、今日のエピソードも聞いてくれてありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。よし。始まりました。今回もゲストのすみかちゃんです。よろしくお願いします。ちょっと軽く自己紹介だけしとくか。はい。しおんさんと同じ職場で働いてました。元先輩と後輩。はい。だけど今は友達。そうです。はい、のすみかちゃんが今日はゲストに来てくれています。これは多分3問目になるかな。3問目ですね。一番最初の動画にすみかちゃんにインタビューして過去のお話とかも聞いてるので、ぜひ見てみてください。じゃあ今日のテーマは方言についてです。で、実はすみかちゃんは方言がない地域なんだよね。ないです。だから標準語って言われてる、みんなが普通に喋ってる言葉を喋ってる。私は北海道出身なんだけど、北海道も割と標準語に近い。だけどちょっとずつなんかね、変な言葉を喋ってるらしいんですよ。そう、方言を喋ってるらしいので、今日はすみかちゃんにクイズをね出していきたいと思います。はい。北海道弁クイズやっていきましょう。やっていきましょう。
はい。じゃあ、早速いきますよ。第1問。これはめっちゃ簡単だと思う。はい。なまら。意味知ってる？なまら？知らない？でも聞いたことはある。あるでしょ？うん。どういう時使うか知ってる？とても？そうそうそう。とてもとか、めっちゃみたいな。そうなまらうめえとか。そう、なまらうめえとか、なまら暑いわ今日みたいな。へえ。みたいに使う。あんま出ない。なまらはね、ちょっとなんか男性が多く使うイメージがある。女性であまり使う人はあんまりいないかもしれない。へえ、そうなんだ。お父さんとかめっちゃ使う、私の。そうなんだ。そうそうそう。へえ。とかね。じゃあ次、ちょっと難しくなります。第2問目。あずましくない。わかりますか？わからない。わからないけど、あずましくない。あずましくない。美味しくないとか。ブブー。なんか、あずましくない。ちょっと、あずましくないな。あずましくないみたいな感じ。なんか、あずましくないな。みたいな。緊張するみたいな。ちょっと近いかな。緊張するとどうなるって感じ。緊張してるとどうなる？人は。お腹痛いとか、そうなんか、なんかもう今日あずましくないな。そわそわする。みたいな、そう。そわそわするみたいな感じ。へえ。落ち着かないとか、そわそわするとか、気持ちがしっくりこないみたいな感じ。へえ。そうそうそう。あずましくないですって。あずましくない。例えばこの椅子、なんかあずましくないな。なんかしっくりこないな、みたいな感じ。なんであずましくないって言うんでしょうね。なんでなんだろう。なんかあずましいが、なんかちょっと快適、いい感じみたいな。あずましいみたいな。くないがついて不快みたいな。へえ。みたいな意味がね、あります。同じ日本なのに。全然違うね。わかんないよね。わからないの面白い。あずましくないとかよくね、おじいちゃんおばあちゃんとかめっちゃ言ってるイメージある。へえ。とかですね。じゃあ次。3問目は、わや。わやわや。わや。聞いたことあるかな？俺的な？自分一人称ってこと？俺的なね。わし的な？ブブー、違います。わや。そう、わや。これ、わやだとかっていう言い方もある。めっちゃわやだ、どうしようとか、わやだみたいな。このテンションで言ってる。驚き的なことですよね。そうそうそう、驚いてるとかもあるね。やばい的な？そう、やばいみたいな感じ。そう。これはやばいと同じでいろんな時に使うの。例えば、なんだろう、例えば今日マジでもう雨降っててわやだわみたいな。最悪だみたいな。やばいみたいな風にも使うし、なんかあとは例えば今日なんだろうね、料理失敗しちゃったわやだみたいな。ちょっとなんか最悪みたいな時に使う。そうそう、そんな感じです。じゃあ次、第4問。これはね聞いたことあるけど、縛れる。わかんない。嘘。わかんない。私多分北海道の知り合いとかがいなすぎて、あんま聞いたことない。これ皆さんわかりますか？縛れる。言葉のイメージそのまんまな感じかも。でも怖い？そうね。縛れるは北海道ならではの言葉なの。寒い？そう、もうめっちゃくちゃ寒いってこと。へえ。そう、例えば今日の朝縛れたねみたいに言ったりする。そう、今日の朝寒すぎたねみたいな。そうそう、今日は縛れるわみたいな。おもろ。意外とあるよね、北海道弁。ある。そう、縛れるはね、結構冬になると品質。へえ。ですね。縛れる。そう。まあ冷え込んだねと同じだね。縛れるね。そうそうそう。皆さんも分かりましたか？結構難しい。ちょっと難しいね。じゃあ次、5番目。これは私はよく使ってる。投げる。投げる。そう。投げるはね、私よく使ってる。マジ？そう。そのまま投げるの意味じゃないってことだよね。そう、違うの。この投げるっていう意味ではないの。なんだろう。例えば、ちょっとこれ後で投げといてみたいな。
あ、捨てる？そう、捨てるっていう意味でね、投げるって使うの。へえ。そう、だからこのゴミ後で投げといてとか、そう。それ投げるとはさ、どう区別してる？文脈か？あ、でもゴミの時にしか使わない、投げるは。ああ、そういうこと？そう、ゴミ投げといて。投げかねないよね、これ。そうそうそう。普通の人に言ったらね。そうなの。だから多分標準語だと捨てといて、うん捨ててねみたいな感じだよね。うんそう、それを投げといてってめっちゃ言う。へえ。そう、あと今日ゴミ投げの日だわみたいな。へえ、そうなんだ。そう、今日ゴミ捨てる日だみたいなこと、ゴミ投げの日だってへえ。とか言います。でもね、これ私も今でもよく使ってる。へえ。じゃあ次、これ難しいかも。6個目、バクる。バクる。バクる？そう。これは動詞ですね。バクるで終わってるんで動詞です。買う？ちょっと違う。ちょっと違う。まあ、買う時にしてること。買う時にしてることなの。買う時にしてるそう、こと？例えばめっちゃヒント出すね。お金と買いたいものを何してますか？交換？そう、交換することをバクるっていうの。へえ。そう例えば面白いなんか例えばこれとこの飲み物バクろうとか、へえ。そうそうそう。なんででしょうね。わかんないけどバクるって言うんだよね。不思議。それバクってよとか。不思議。そうそうなの、バクる。意外とわかんないよね。わかんない。じゃあ次、7個目。これは怖い。わかりますか？怖い。怖いじゃないってことだよね。そう、この怖い、スケアリーの怖いじゃないです。怖い。そう、よくね、おばあちゃんとかおじいちゃんが言ってる。小さいみたいな。ちょっと違うね。怖い。そう、今日怖いわって言ってる。とか、まあ若い人も使う時はあるんだけど、おじいちゃんおばあちゃんがよく使ってるかな。暑いとか。そう、暑くてどうなる？例えば暑い時にどうなるって感じ。暑い時に。そう。汗かく？汗かいてどうなる？嫌な気持ちになる。そうそう、嫌な気持ちになるよね。そう、だるいみたいなことなの。へえ。そう、日本語でその普通の標準語だとだるいみたいなことを怖いっていうの。へえ。今日体怖いわって。へえ。そ面白う、よくね、そうおじいちゃんおばあちゃんとか腰痛いわとか、はいはいはい今日腰怖いわとか言ってる。い。へえ。うちのおばあちゃんめっちゃ使ってた。へえ。なんか結構既存である言葉っぽいんだね。投げるとか怖いとか。でも別の意味で使ってるみたいな。別の意味で使ってる。そう。むず。そうなの。難しいわ。むずいよね。へえ。そうなんですよ。じゃあ次ね。これは聞いたことあるし分かると思う。8問目はめんこい。わかりますか？かわいい。そう、正解。かわいい。めんこい。そうですよめんこいっね。て北海道なんだ。そう、北海道なの。へー。そうなんだ。でもなんかちっちゃい子とかによく使う。ちっちゃい子とか、あと子犬とか子猫とか、なんか犬とか猫を見た時に「わあめんこいね」って言ってるみたいな。へえ。そうなんだ。そうそうですね。じゃあ次、9 9かな？ 9 個目かな？これわかるかなみんな。9個目はいずい。いずい。いずい。かゆい。そう、かゆくなるとどうなるみたいな。かゆいってどういう気持ちみたいな。イライラする。そうみたいな感じ。さっきのね、何と似てるかな。なんか似てる言葉出てきたよね。あずましくないとちょっと似てんだよね。落ち着かない？そう、落ち着かない。そうなんとなく違和感があるとか気持ち悪い感じ、あとしっくりこない、ちょっとあずましくないと似てるんだけど、例えばこの靴いずいわみたいな、ぴったりフィットしないって感じなの。そういう時に使う。いずい。いずい。そうなんかいつもみたいじゃなくてなんか嫌だなみたいな。そう煩わしいなみたいな。煩わしい。そう、あずましくないはなんか落ち着かない感じ、そのそわそわする感じなんだけど、いずいはなんかちょっとフィットしない感じ。そうです。へえ。ですね。
じゃあいっぱいあるね。なんかそんないっぱいあるんだいっね。ぱいある。次10問目。うるかす。うるかす、わかりますか？これも動詞です。驚かす？違います。うるかす。そう、ヒントは料理してる時とかに使います。茹でる？でも文脈は似てる。その水を使ってる感じは似てる。お湯を沸かす？いや違う。洗う？洗って、例えば野菜とかを洗って、例えばサラダとか。乾かす？違う。それとは全く逆だね。水につける？そう、水につけること、水につけてふやかしたりとか、水につけておくことをうるかすっていうの。そう、だからうちのお父さんも言ってたかもしれないんだけど、なんか例えばこのお米は、30分ぐらいうるかしといてみたいな。そうなんかお米炊く前に30分ぐらいうるかしておくと水を吸って美味しくなるよみたいな。うるかす。そう、うるかすとか、あとお茶碗洗う時、ご飯食べた時のお茶碗洗う時もお茶碗水にうるかしといてって言ったりする。うるかす。うるかすです。これはね、私も多分今でも言っちゃうと思う。じゃあ次、結構あるんだよ。結構ある。じゃあ11個目、おだつ。これも動詞ですね。おだつ。おだつとか、おだってるって言い方もある。それはネガティブ系？ちょっとネガティブ入ってるかな。ちょっとネガティブだね。おだつ。プラスの意味で使うことはないかな。怖い？いや違う。おだつ。そう、おだつ。例えば子供とかによく使うかも。落ち着きなくて子供とかに、そんなおだたないでみたいな。騒がないで。そう、騒がないでとか、調子に乗ってるみたいな感じ。ふざけんなみたいな感じで、おだつなっていう。言われたことあります？多分言われてたと思う。そうおだたないでとか、おだつなってそう言ったりするですね。そうじゃあラストいきます。12個目かな。12個目はチョス。チョス。超若者言葉っぽくなってきた。若者。そう、チョス。チョス、みんなわかるかな。片付ける？違う。ちょっと違う。干す？ちょっと違いますね。じゃあちょっとヒント出します。で今チョしてます。触る？そう、触るみたいな意味があるの。そう、触るとか触れるとか、いじる、物をいじる、チョスっていうの。で、そんなチョさないのとか？そう、だから友達とかにべったりくっついている、そんなチョさないでみたいな。韓国語みたいになってる。そうだね。そうとか言います。それ触らないでとかも、チョさないでみたいな。まだチョさないでとか。面白。チョスはね、結構使います。そう。皆さんもぜひ使ってみてください。はい、北海道弁講座でした。千葉は全くない？あります。それこそおじいちゃんおばあちゃんとかが私が千葉の南の方におじいちゃんおばあちゃんがいるんですけど、そっちの方はなんか何々だっぺとか、だっぺかわいい、何々するって言ったっぺとか、なんか何々だっぺみたいな感じで言ったりとかはする。浜言葉みたいな。そうかも。とか海の方の人特徴的だよね、言葉。とかでもだっぺ、だっぺかな。だっぺで言うと北海道はだべさとかがあるかな。言ったべさとか。そう、言ったべさそれみたいな。聞く気がする。あるね。じゃあなんか特有の言葉みたいなのはないのかな。あんまりない。その動詞で何かとかはない。もうあるのかもしれないけど、ほとんどもう聞かない。そっか。おじいちゃんおばあちゃんがちょっと語尾に残ってるぐらいかな。でしたね。東京のね、千葉は近く、そうだね、関東地方って言われるところなので、比較的、そうね、全然標準語だったりするかな。確かに。
その上のなんか栃木とかめっちゃなまってるけどね。あー茨城とか。確かに確かにね、千葉は全然なまりがないよね。確かにね、うん。なんでなんだろ面白い。なんでだろう。う。まあでもその南の方とかは全然なまってるかもしれない。そっかそっか、ちょっと語尾がなまってたりね、うんうんうんいいですね。じゃあ今日の復習いきますよ。はい覚えてますかね皆さん。覚えてますか？じゃあ1、なまらどういう意味でしたか？とても。そう、とても、めっちゃみたいな意味ですね。じゃあ2番目、あずましくない覚えてますか？快適じゃない。そうそわそわする。さあさあする OK。じゃあ3番目のわや覚えてる？わやばみたいな。あ、そうそう、最悪とかやばですね、とか。じゃあ4番目、縛れる覚えてる？縛れる。寒い。そう、めっちゃ寒い。めっちゃ冷え込む OK。みたいな。じゃあ5番目、投げる覚えてますか？捨てる。そう、捨てるです。物を捨てることですね。じゃあ6個目、バクる覚えてる？交換する。そうそうです。じゃあ7個目、怖いわかりますか？怖い。なんだっけ？怖い、今日怖いわ。だるい。あ、そう、だるいです、うんだるい、ちょっと疲れたなとか、うんそんな感じ。8個目、いずいいずい。覚えてる？気持ち悪い。あ、そうそうそう、違和感があって気持ち悪い、この靴いずいなとか、そんな感じ。OK、じゃあ9個目、バクるバクる。覚えてる？バクる。そうそう、バクる交換？そう、交換、うんうん交換です、交換です。 OK、じゃあ次、10個目がうるかす。お湯、お水につけたりとか。そう、お水につけておくことです。じゃあ11個目、おだつ。おだつ。うるさいみたいな、騒がないみたいな。そう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 、調子に乗って騒ぐみたいな意味ですね。あ、11個目、チョス覚えてる？ちょす。触る、いじる。そう、いじるとか、触らないで触るっていう意味ですね、完璧です。結構覚えてるね。結構覚えた。結構もう結構ね入ってきてますよこれ。入ってきた、北海道弁。北海道弁っていうの？うん、北海道弁。北海道弁。そうね、そうね。北海道生まれの人のことをどさんこって言うんだけど、そう、北海道生まれの子供って書いてどさんこなんだけど、そう、みんなどさんこはみんな北海道でも喋ります。なんか他にもね、関西弁とか博多弁とか、もう沖縄の方もねいろいろあったりとかして、方言ってすごい面白いなってめっちゃ面白いよね。思うから、なんかぜひぜひ、はい、上級者の方とか、上級者の方はぜひ日本語の関西弁とか他の方言とかも面白いので勉強してみてください。じゃあ今日は北海道弁講座でした、ありがとうございました。ありがとうございました。みんなまたね。皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。日本語コーチのしおんです。このポッドキャストでは教科書にはあまり出てこないネイティブが日常で本当に使っている日本語を自然なスピードでお届けしています。ちょっと早いなと思った方は再生スピードを調整して自分に合ったスピードで聞いてみてください。ということで今日のテーマは敬語とタメ口、いつどうやって使い分けるについてお話ししていきたいと思います。ではエピソード12スタート。はい、皆さん日本語には敬語とタメ口あるの知っていましたか？知ってる方が多いかもしれませんね。はい、ではまずは敬語とタメ口の違いについてちょっとお話ししていきたいと思います。敬語は相手を立てたり丁寧に話す言葉ですね。例えばですとかますで終わる文章が多いです。例えば例文で言うと、はじめまして、しおんと申します。よろしくお願いいたします。これが敬語になります。じゃあタメ口はというと、タメ口は友達とか家族とかに使うカジュアルな言葉です。だよとかするのように砕けた言い方になります。さっきの例文で言うと、やっほーしおんだよ、よろしくねみたいな感じです。さっきの敬語とタメ口、全然違いますよね。そして敬語には3種類の言葉があります。皆さん知ってましたか？はい、1つ目は尊敬語です。尊敬語は相手の行動を高めて言う言葉です。ちょっとわかりづらいですよね。ちょっと例文を言いたいと思います。まずは普通の言い方。例えば、先生が来ます。先生が来ます。これは普通の言い方です。で、尊敬語の場合は、先生がいらっしゃいます。
先生がいらっしゃいますになります。いらっしゃいます。これは来るという意味なんですけど、これが尊敬語になると、いらっしゃいますになります。他には、例えば普通の言い方だと、先生はこの本を読みます。先生はこの本を読みます。これ普通の言い方です。これを尊敬語にすると、先生はこの本をお読みになりますという言い方になります。はい。とかですね。あとは、ご飯を食べます。これは普通の言い方ですね。ご飯を食べますを尊敬語にすると、ご飯を召し上がります。召し上がりますという言い方になります。はい。これは相手の行動をちょっと特別な言い方に変えるイメージです。はい。では次に2つ目、謙譲語です。ちょっと難しそうですよね。謙譲語、皆さんイメージできるかな？はい。これ簡単に言うと、自分を下げて相手を立てる言い方になります。これでもね、ちょっとまだイメージしづらいと思うので、ちょっと例文を言っていきますね。例えば、まずは普通に言うと、今から先生の家に行きます。これは普通の言い方ですね。これを謙譲語、自分を下げて相手を立てる言い方をすると、今から先生のお宅にお伺いしますという言い方になります。はい、これ、行きますの謙譲語はお伺いしますになります。ちょっと難しいですよね。全然単語が変わってきます。はい。他の例文で言うと、先生にこの本をあげます。あげるはプレゼントしますって意味ですね。先生にこの本をあげます。これを謙譲語に直すと、先生にこの本を差し上げますになります。はい。これ、あげると差し上げる。同じ意味なんですけど、自分の行動をへりくだる。へりくだるっていうのは少し下に下げるという意味なんですけど、自分の行動を下に下げる言い方をすることで相手を立てるというイメージになります。日本人でもさっき話した尊敬語と謙譲語、ちょっとね、苦手な方多いと思います。私も日本語の先生になる前までは全然違いがよく分かってなかったし、間違った使い方をねしてたと思います。今はたくさん勉強して違いが分かってきたんですが、日本人でもちゃんと勉強しないと間違った使い方をねしてる方かなり多いと思います。はい、では最後に3つ目ですね。3つ目は丁寧語です。丁寧語はね一番簡単だと思います。皆さんがよくいつも聞いているような文の最後にです、ますをつける言い方です。はい。例えば、ご飯を食べる？これは普通の言い方です。はい。これを丁寧語にすると、ご飯を食べますか？になりますね。はい。ちなみにご飯を食べますか？の丁寧語は、ご飯を召し上がりますか？になります。あとは、ご飯を食べます。食べます。これの謙譲語はいただきますになります。皆さんこれは聞いたことありますか？いただきます。はい。これは実は謙譲語でした。ご飯を食べる前に日本人はみんないただきますということが多いんですけど、ご飯を食べる前の挨拶みたいなものですね。はい。これ実は謙譲語でした。はい。いただきますと言いますね。はい。普通に言うとご飯を食べる。丁寧語で言うと食べます。あとは、謙譲語で言うと、いただきますになります。はい。はい。使うね、ちょっと単語が変わってくるので、ちょっとね、上級者編になるかなと思うんですけども、ぜひ日本の文化をね、理解する上でも、敬語というのはとても重要なトピックになってくると思うので、ぜひこのポッドキャストで使えるようになるのはね、難しいかもしれないけど、このポッドキャストで、日本語って敬語とタメ口とか尊敬語、謙譲語、いろいろあるんだなっていうのをね、覚えておいてほしいです。さっきのお話をまとめると、尊敬語は相手を上げる言い方です。で、謙譲語は自分を下げる言い方です。丁寧語は言葉を丁寧に伝える言い方です。役割がね、ちょっと違います。じゃあなんでそもそも日本には敬語とタメ語があるのっていうと、理由はね、大きく4つあります。まず1つ目は、日本は上下関係を大切にする文化があります。例えば先輩、後輩とかですね。昔は、家族にも敬語を使っていました。
お父さんのことを父上と言ったり、お母さんのことを母上と言ったりします。今の時代はそういうふうに呼んでいる家庭はすごく少ないと思うんですけど、昔は父上、母上、すごく固い言葉で表現していました。はい。二つ目は、和を重んじる文化だからです。和を重んじる文化って何って感じですよね。はい。じゃあちょっと解説します。和という字は平和の和とか、これ訓読みすると和むと読みます。まあ和というのはこう平和にしようとか仲良くしようとか、あとはバランスを取ろうねみたいな意味があります。なので人と人がぶつかり合ったりせずに仲良く平和にやろうねという考え方が結構日本人は大切にしています。具体的にどういうことというと、相手に失礼のないようにするだったり、相手を傷つけないようにするとか、自分の意見を強く主張しすぎないとか、周りの空気を読んで行動するみたいなことがあります。これすごく日本人っぽくないですか？そうですよね。そう、日本人はね、あまり自己主張というものをあまりしない文化があります。これは和の文化から来ています。争い事を起こさないようにしているんですね。はい。こうした考え方から日本語にはこう敬語というものがね、どんどん使われるようになりました。相手を立ててトラブルを避けるようにできるだけ和やかに円満に会話を進めるために敬語ができたと言われています。あとはそうですね、会社とかでも、これはね、日本のいいところでもあるけど悪いところかなと思う部分が、会社とかでも自分の意見を強く主張しすぎると、こいつ空気読めないって思われちゃったりします。あとは敬語を使わないと失礼だなって感じ取られちゃったりとか、これはもうね、全部人間関係を円滑にして、和というものを乱さないようにするための、なんか根底、日本人の根底にあるルールみたいなものなんですよね。はい。これは時と場合によっては良かったりとか良くなかったりするかなと私は思います。なのでまとめると、和を重んじる文化っていうのは人との争いを避けたりとか平和で居心地のいい関係を築こうとする文化のことを言います。その考え方が敬語ができたりとか、タメ口の使い分けに、ね、大きく影響していると思います。では次4つ目。じゃあ敬語とタメ口どうやって使い分けるのというところなんですけど、実際に使い分けをする場面は初めて会った人だったり、これは年齢関係なく敬語でまずはお話しします。あとは年上の方、あとはビジネスのシーンでは年齢関係なく敬語で話すことが多いです。で、タメ口は仲のいい友達とか家族、あとは同年代、同い年の方とかはタメ口で話すことが多いです。ただ問題はね、その中間の人なんですね。どういうことかっていうと、みんなはどうかな、会社の方、仕事をする仲間と友達になったりすることありますか？どうかな？私はですね、過去会社に勤めていた時に、仕事仲間だけど、プライベートも仲のいい友達みたいな関係の人がいました。そう、仲がいいけど仕事でも一緒みたいな関係ですね。はい。ここでちょっと5つ目、私のリアルなエピソードをお話しすると、前に私が仕事を通して仲良くなった方がいるんですね。私がその仕事を辞めた後も、実はやりとりが続いていて、なんと沖縄までに遊びに来てくれたんです。でもその時私もずっと敬語で話していて、ちょっとなんかね、ぎこちない感じがね、していました。その方はね、同年代だし、取引先でもなくなったのに、敬語をね、ずっと話してたんですね。なのでちょっとぎこちなかったんです。仲はいいのになんか距離感あるなってちょっと思っていました。そこで思い切って、これから敬語をやめてタメ口で話さないと、お互いで確認をね、取ったことがあります。なので、それからはプライベートで遊ぶ時とかはタメ口で、逆に仕事をする時は敬語に戻すみたいなことをしています。そんな風にね、場面ごとに、同じ相手でも場面ごとにね、タメ口と敬語をね、切り替えるようになりました。なので、同じ人でも、場面とかシーンによっては、
日本語のタメ口と敬語を使い分けたりもします。相手との距離感だけじゃなくて場面によってどう使い分けるかもね変わってきます。あとは6個目なんですけど、注意点があります。さっきもねちょっと言ってた前の会社で仲良くなった方が私が仕事を辞めた後に普通に友達としてプライベートで仲良くなった時にずっと敬語を使っててちょっとぎこちなかったってお話をしたかと思うんですけど、逆にねそう敬語を使いすぎると距離を感じるな、ちょっとこの人と仲良くなれないのかなって思っちゃったりもします。逆にタメ口を早く使い始めちゃうとなんか慣れ慣れしいなって思われちゃったりします。ちょっとねここら辺が難しいですよね。はい、だからこそ、最初は敬語でお話しして仲良くなったらタメ口、あとは仕事とかフォーマルな場面では敬語に戻すみたいなのがすごく自然です。あとはちょっとタメ口で話していいか迷った時、もっとこの人と仲良くなりたいけどずっと敬語話してるなみたいな時は一度相手に確認しちゃったりもしますそろそろ敬語をやめてタメ口で話してもいいかなってお話ししたりします。はい、そのね確認をするって多分なんか日本独特ですよねなんかすごいなんか日本っぽいなって思います。はい、まとめると今日のお話ししたテーマは敬語とタメ口の違いですね。敬語には3種類ありました。尊敬語と謙譲語と丁寧語です。この3つのね敬語の違いについては少しまた上級編のお話になるので、また別のエピソードでねゆっくり解説していきたいなと思います。はい、今日はまずは敬語には3種類あるんだなってことをね理解してくれると嬉しいです。そしてなぜ日本語にはこの2つの言い方があるのか。敬語とタメ口は日本人の元々の文化だったりとか人間関係を表す、ツールみたいなものですね。はい、大事なねポイントは使い分けることですね。相手との関係だけじゃなくて場面によっても変えることがあります。例えばプライベートでとっても仲がいい友達だったとしてもビジネスの場面になった時は敬語でお話ししたりします。こういった使い分けもね日本人はよくしています。では今日のテーマいかがだったでしょうか。ちょっとね難しいテーマだったかもしれないんですけど、またね敬語の3種類については別のエピソードでまたお話ししていくと思います。私もねいつもこのポッドキャストでは敬語でねお話ししてることが多いんですけど、友達とのトークではカジュアルな言葉、タメ口だったりとかをね使う場面が多いと思います。タメ口でちょっとポッドキャストをね撮ってみたりとかもしたいなと思うので、ぜひリクエストがあったらコメントで書いてくれると嬉しいです。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。今日お話しする内容は日本の交通機関とそのルールについてお話ししていきたいと思います。この動画はこれから日本に旅行に行きたいなと思っている方や、これから日本に住みたいなと思っている方、そして日本語をね今勉強している皆さんにお届けしていきたいなと思います。日本ってとにかく交通機関がとても便利なんですよね。なぜかというと時間がとても正確だからです。でも実はルールとかマナーがちょっと独特で、知らないともしかしたらトラブルになってしまったりとか、知らない間に他の人に嫌なね思いをさせてしまうかもしれないということがあります。そこで今回は日本の交通機関ってどんな感じとか、乗るときに気をつけることって何ということについてお話ししていきたいと思います。実はねこのテーマにしようと思ったのが、私がマンツーマンで日本語を教えている生徒さんからのリクエストでした。彼女は今月から日本に1年間留学することになっています。そんな彼女から日本の交通機関とルールについて聞きたいということだったので、今日はこのテーマにしてみました。きっとこのポッドキャストをね聞いている皆さんにも役立つ内容になるかなと思うので、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。そしてこの動画の最後には日本の交通機関とそのルールについての内容をまとめて解説したプレゼントもありますので、ぜひ最後まで聞いてってください。ではエピソード13スタート。
はい。ではまず一つ目は、日本の交通機関にはどんな種類があるのということなんですけど、日本のね、交通機関には、電車とか地下鉄とか、あとモノレールとか路面電車、あとは皆さん知ってると思うんですけど、新幹線とかですね。あとはバス、タクシーなど様々な交通手段があります。皆さんの国にはどんな交通機関がありますか？皆さんは新幹線って乗ったことありますか？私はね、片手で数えるぐらいしか新幹線実は乗ったことがないんです。そう、私が住んでいた北海道には、新幹線が通ってるところがとっても少なくって全然乗ったことがないです、実は。そうなんです。なんですけど、本州の移動には、やっぱり新幹線とても便利だなと思います。私も東京から大阪までね、移動したことがあるんですけど、とっても速くて、めちゃくちゃ便利でした。はい。新幹線の時速は320キロくらい出るらしいです。すごい速いよね。東京から大阪までは約2時間半で移動できちゃいます。新幹線の中には Wi-Fi とかトイレとか、あと電源とかも全部揃っているので、とてもね、便利だなと思います。あとは揺れがとても少ないので、とってもね、快適に乗っていくことができます。で、ここで座席の種類なんですけど、最初ね、私も初めて自分でチケットを買うときによくわからなかったんですけど、日本の新幹線の座席の種類がね、3つあります。1つ目は自由席ですね。そして指定席、そしてグリーン車になります。これ聞いてなんかよくわかんないですね。そもそもグリーン車ってなんだろうみたいな感じですよね。はい。自由席はなんか漢字見たらちょっとイメージにぴったりだと思うんですけど、安いんだけどこう自由に座ることができます。なんですけど、これ自由席なのでとてもね、安くて人気の車両なので、席がね、空いてないこともよくあります。自由席でね、席を取ってしまうと、もしかしたら席が空いていなくてずっと立ちっぱなしになっちゃうかもしれません。はい、そんな席になっています。で、2つ目の指定席なんですけど、指定席はね、予約ができます。席の予約ができるので確実に座ることができます。なんですけど、少し高いですね。自由席に比べて少し料金が高くなります。はい。で、グリーン車なんですけど、これがね、よく最初わからなかったんですけど、簡単に言うと、ファーストクラスのことです。もう静かで広くて快適で、結構しっかりとした座席、そしてテーブルもあったりするような車両のことをグリーン車と言います。で、料金で言うと、東京から大阪までの片道の料金で、だいたい自由席が1万3000か1万4000くらいですね。そして指定席がだいたい1万4000か1万5000円くらいかな。はい。で、グリーン車がだいたい2万円くらいとなっています。料金が全然違いますよね。で、これ飛行機とね、比べるとどうなんだろうって多分ね、皆さん気になってる方もいらっしゃると思うし、私もよく生徒さんに聞かれることがあります。東京から大阪まで、新幹線で行った方がいい？それとも飛行機で行った方がいい？って聞かれるんですけど、ちょっとこれ比べてみたいと思います。まず時間ですね。時間、新幹線の場合、2時間半で東京から大阪まで着きます。飛行機に関しては、飛行機での移動時間に空港の移動とか搭乗手続きまで全部の時間を含めるとだいたい4時間ぐらいかかるかなと思います。はい。で、料金で言うと新幹線一番安い自由席だと1万3000円くらいから、一番高くてグリーン車でだいたい2万円くらいですね。はい。で、飛行機だととっても安いんですけど、LCC と呼ばれる格安航空を使うと、だいたい安い時だと6000円とか、もっと安い時もね、あります。だいたい6000円から1万5000円くらいで移動ができます。はい。で、荷物ですね。荷物に関して、ほぼ制限は、新幹線の場合はないですね。なんですけど、飛行機は制限がありますね。例えば、機内持ち込みは7キロまでとか、一つの荷物につき、だいたい20キロくらいまでですよとかっていうものがあったり、荷物が多いと追加料金がかかる場合もありますね。はい。
なので私はもう予定をね、いっぱい詰めていて、時間を無駄にしたくないっていう時は新幹線をね、使ったりとかします。新幹線の場合だと、駅から駅までなので、とても便利なんですよね。空港とかになると、空港からまず駅に向かうまでが時間かかったりとか、到着しても空港からまた駅に向かうまでがね、時間かかっちゃいますよね。なので結構タイムロスしちゃうので、スムーズに移動したいなっていう時とかは新幹線を使います。はい、じゃあ次に電車に乗る時のマナーについてねお話ししていきたいと思います。日本のね電車では基本的にまず静かに乗ることと周りに迷惑をかけないことが、基本的なルールになっています。主なマナーをちょっと紹介しておくと、まずは列にしっかり並びましょうということですね。日本だとしっかり順番を守って並んでる方が多いので、皆さんもね、列に並んで電車を待ちましょう。そして、電車の中では静かにが基本です。はい。日本の電車の中では電話はね、してはいけないことになっています。マナー違反みたいな感じになっちゃいますね。なので、TikTok とか YouTube とか Instagram とかをヘッドフォンで聞かないで、そのままスマホのスピーカーからね、流す。しかも大音量で流すっていうのはちょっと迷惑になっちゃうので、やめておきましょう。はい。あとはリュックですね。リュックは前に持つとか足元に置くっていうのが、基本的なルールですね。特に日本のね、電車は時間によってはすごく混んだりもします。例えば朝8時とか夕方の5時、6時っていうのはね、通勤、通学ラッシュになっているので、すごく電車が混むことがあります。そんな時はリュックをそのまま背中に背負ったままじゃなくて、前に持ってきて、ちょっとコンパクトにね、することをおすすめします。はい。あとは優先席ですね。優先席については配慮しましょうということなんですけど、高齢の方だったり、妊婦さんだったりね、小さい子供を持つお母さんなどに席を譲るようにしてあげましょう。結構ね、日本の電車とかだと、優先席だけね、空いていることがよくあります。はい。皆さん座らずにね、優先席の前は立つようにね、したりとかしていますね。もちろん座ってもいいんですけど、さっき言ったように高齢の方とか妊婦さんが来た時には代わってあげるようにしましょう。次はね、降りる人は先に出ます。自分が電車を待っていて電車が来た時には、まずは中から降りる人が優先になります。自分がね、乗りたいんだけど、まずは急がずに降りる人から優先的に出てもらうようにしましょう。はい。あと、飲食なんですけど、電車に関しては飲食はしない方がいいですね。新幹線とかはね、全然しても OK だし、駅弁って言われるお弁当とかもね、たくさん日本には売られているので、それも楽しみの一つになっているかと思うんですけど、日本の電車や地下鉄では、飲食はあまりしない方がいいかなと思います。はい。あとは駆け込み乗車ですね。これはとても危険なので、やめておきましょう。どの国でもね、そうだと思います。はい。あと、ちょっとプラスでなんですけど、地下鉄とかね、デパートのエスカレーターについてなんですけど、エスカレーターをね、実は地域ごとになんか暗黙のルールが実はあるんです。はい。立ち位置なんですけど、上り、下りってね、2つあると思うんですけど、東京とか関東エリアと大阪とか関西エリアでね、実は立ち位置がね、変わってきます。東京とか関東のエリアだと、左側に立って右側を開けます。右側をね、開けるのは急ぐための人のためにね、右側を開けて、一列にね、左側に立つことが多いです。一方で大阪とか関西のエリアは逆で右側に一列に立って急ぐ人のために左側をね開けていることが多いです。基本的にエスカレーターは一列で使うことが多いです。たまにねエスカレーターに2列で並んでくださいって書いてあるところもあるんですけど、なんか日本人の暗黙のルールでエスカレーターはどちらか一方にね一列に並ぶことが多いです。はい。では次、バスとかタクシーの乗り方についてお話ししていきたいと思います。まずバスなんですけど、これは結構ね、乗り方がね、違ったり、地域ごとで違ったりします。結構都市部、都会の方では前から乗って後ろに降りるパターンが多かったりするんですけど、私が住んでた北海道とか地方とかだと、
後ろから乗って前に降りるパターンとかもねあったりします。これはね私もたまに混乱します。私はね田舎育ち地方出身なので後ろのバスの後ろの方からこう乗車券を取って座って降りるときは前から降りるっていう感じだったんですけど、東京とかに来ると逆だったりするのでねちょっとそうだったんだってなることがねあります。次に高速バスなんですけど、とってもね便利なので紹介したいなと思います。はい、大阪から東京までさっき新幹線と飛行機のお話をしたんですけど、実はもう一つ高速バスという移動手段もあります。これは東京からいろんなところにね行けるんですけど、東京から埼玉、東京から千葉とかいろんな場所にね行くことができます。これはねメリットの一つはとっても値段が安いです。あと夜行バスって言って深夜に走るバスなんですけど、夜中に出発して朝方着くみたいなバスがあるんですけど、これはね結構安くてとても節約になるかなと思います。安さ重視の人はね高速バスもおすすめです。最近の高速バスはとても快適なので、全然寝てたらついてたみたいな感じになると思います。まあね、とはいえ乗車時間は新幹線とか、飛行機に比べて長くなっちゃうことがあると思うので、体がね疲れやすくなってしまうかなとは思うんですけど、安さ重視の人はね高速バスとても便利だしおすすめです。はい、はい、では次にタクシーですね。タクシーは日本のタクシーは実は自動で開きます。なので自分で開けようとしない方がいいです。はい、私もねフィリピンに住んでた時はタクシーをよく使っていたんですけど、基本的には自分でドアを開けて自分で乗りますね。そして自分でドアを閉めますね。なんですけど日本のタクシーは自動で開けてくれるので、そのまま待っていたらドアが開きます。はい、ということで今日のテーマ、皆さんいかがでしたでしょうか。日本でね旅行したりとか生活する上では欠かせない交通機関とルールについてねお話ししてみました。日本の電車とかバス、タクシーってどうなってるのとか、どんなマナーやルールを守ればいいのとか、気をつけないと失礼になるポイントなどをね紹介しました。はい、じゃあここまでね聞いてくれた皆さんにプレゼントがあります。今回のエピソードに出てきた日本の交通機関のルールについてなどをまとめたチェックリストと、電車やタクシーで使う日本語フレーズをまとめたノーションをね皆さんにプレゼントしていきたいと思います。はい、内容はよく使う交通系のフレーズ集だったりとか、マナーのイエス・ノーのチェック、あとは旅行前に読んでおきたい注意点のまとめなどをね解説しました。概要欄のリンクからノーション無料でダウンロードすることができます。ぜひ日本の旅行の前だったりとか会話の練習したい方、ぜひ活用してみてください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。皆さんこんにちは。お久しぶりです。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお待たせしました。もうね、すごく更新が止まってしまって、このポッドキャストを出すのがめちゃくちゃ久しぶりになってしまったんですけど、皆さんはお元気でしたか？どうかな？私はとっても元気でした。更新が止まってたのは体調が悪かったとかではなくこれから理由をねちょっと皆さんにお伝えしようかなと思うんですけど、元気は元気でした。ずっとね元気で過ごしていました。皆さんはどうでしたか？あっという間に2025年も終わっちゃって、2026年もあっという間に1月が終わってしまって、もう2月もう時間が経つのが本当にあっという間だなって思っていますはい。更新がね、止まってしまっていた間も、インスタグラムの DM で、ポッドキャスト更新待ってますとか、YouTube のコメント欄でも、ポッドキャストの更新待ってますって言ってくれる方もたくさんいて、たくさん、メッセージが届いていました。本当にね、それを見ながら、ごめんねって思いながら、なかなか、ポッドキャスト更新できていなかったので、すごく申し訳ない気持ちでね、いっぱいでした。なんですけども、これから今年ですね、ポッドキャストまた更新頑張っていきたいなと思います。まずはお待たせしました。そして待っていてくださった方、本当にありがとうございます。ちょっと今日はですね、ポッドキャストをなかなか出せなかった理由についてちょっとお話、皆さんにも共有したいなと思います。言い訳っぽくなっちゃうかもしれないんですけど、現状こういう理由があってできませんでしたっていうのも、一つ
視聴者さんにとって大切なことかなって説明した方がいいかなと思ったので、この動画を撮っています。で、去年のですね、2025年の11月、12月、そして2026年の1月の間にですね、私の日本語を教えてる生徒さんが約40人ぐらいに増えていたんですね。で、私がこのポッドキャストをね、やっていた頃は、生徒さんが20名くらいでした。そこからですね、一気に倍に増えてですね、生徒さんに日本語を教える時間がたくさん増えました。はい。それに伴って、ちょっとね、ポッドキャストの更新とか撮影自体もなかなか難しくって、お休みをしてしまいました。はい。今はですね、40名ですね、生徒さん抱えておりまして、今、日本語のレッスンを毎日しています。このね、ポッドキャストがきっかけで私のレッスンに来てくれた方もいて、本当にね、ありがとうございます。素敵なご縁をいただけたなって思っています。私、ポッドキャストを始めてね、本当に良かったなと思っています。ありがとうございます。そして更新がね、止まってる間、ポッドキャストの更新は止まっていたんですけど、ショート動画の方はね、結構頑張って更新をしていました。その中で、ショート動画の方もね、見ていただけた方たくさんいて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい。で、ショート動画の方にもですね、コメントとかもいただけたり、いいねを押してくれたり、まずは見てくれたり、そして、ショート動画の方もね、投稿し始めてから、かなりフォロワーさんが増えて、私がこの長いロングのこのポッドキャストを出せていない間にも500名くらい登録者がね、増えていました。本当にありがとうございます。でも多分私のこのポッドキャストを聞いてくれてる、この私のチャンネルに登録してくれてる方っていうのはきっと日本語を勉強したい方だし、日本の文化について知りたい方だったりする方が多いんじゃないかなと思っています。なので、私も、ポッドキャストで出せないことがすごく心苦しかったんですけど、今年はちょっと頑張っていきたいなと思っています。そんな風に日本の文化知りたいとか、日本語をもっと勉強したいと思ってくれてる、私のことを見てくれてる視聴者さんにもっともっと新しいコンテンツを届けていきたいなと思います。はい。それに加えてもう一つ、ポッドキャストを出せなかった大きな理由が一個あって、それが日本語の先生になりたい日本人の先生を育成するっていう新しい事業を始めたんですね。それが、2025年の11月からスタートしたんですけど、それのコンテンツ作りだったりとか、先生たちへの勉強会資料の作成だったりとか、あとは、個別でサポートもしているので、先生たちの悩みを聞いたりとか、そんなことにね、時間をね、使わせていただいていました。はい。なので、生徒さんが2倍に増えたのと、新しい事業を始めた、この2つがね、ちょっと、ポッドキャストを出せない大きな理由となっていました。あとはですね、もう一つ、実は、多分これは私の問題なんですけど、もう一つ、大きな問題、ポッドキャストを出せなかった大きな理由があって、そう、私もね、これ直さなきゃいけないなって思っていることなんですけど、多分ね、完璧主義なんですよね、私。なんかいい意味でも悪い意味でも。完璧主義で、やっぱクリエイターとしていろいろ動画をたくさん今まで作ってきたからこそ、低クオリティな、動画を出したくないってちょっと思っていたんですよね。なので、すごくコンディションが整っていない時じゃないとなかなかコンテンツを撮れない、撮影できないってことが多くって、なかなかポッドキャストで撮れずにいました。それもね、良くないなと思って、その2025年の目標と2025年にやったことの振り返りをした時に、来年どんな自分になりたいかなとか、来年の目標を考えていた時に、この完璧主義っていうのが結構自分の中でいろいろ邪魔をしてるなと思ってなので今年2026年はちょっと完璧主義だった私の殻を少し破って、もっといっぱい失敗してもいいから挑戦しようかなと思っていますそう、このポッドキャストを撮るのも、私あんまりカメラの前で一人で誰もいない状態で話すのがすごくまだ慣れていなくって苦手なんですね。なので、テーマを事前に考えたりとか、少し台本をね、作ったりとか、いつもしてるんですけど、そう、ちょっとね、準備に時間がかかっちゃったりとか、よし、撮るぞって思っても、なかなかね、いい撮影ができなくて、
何度もボツにしてきましたさあ、一番最初の動画の自己紹介動画も全然納得いく動画撮れなくて、3本の動画をボツにして、4本目の投稿でやっと、うまくいったというか、自分の中でこれは出してもいいかなって思えるクオリティにできたんですけど、そういう感じで、結構ね、私の性格的な問題で、完璧主義がめちゃくちゃ邪魔をしてるなって思って、これをね、直したいなと思っています。なので私にとっても、このポッドキャストを投稿するっていうのは、こう自分のトレーニングだと思っています。そう、もう一つ私がこの子供の頃からですね、自分の気持ちを誰かに伝えるってことが少し苦手なんですよね。多分今も結構苦手なんですよ。はい。なので、誰かにこう自分の気持ちを伝えたりとか自分の考えを話すのにすごく怖さとか抵抗感があって、でも共有したいことはたくさんあるし、もっともっと私が伝えられること、伝えたいこともたくさんあって、そんな葛藤をね、ずっとね、していました。でも、失敗してもいいし、足りない部分があってもいいから、まずはこのコンテンツを待ってくれてる皆さんだったり、今日本語を勉強してる皆さんに、私が思ってることだったり、日本の情報だったりとか、日本語の勉強についてとかを発信すること、まずは届けるってことがめちゃくちゃ大事だなと思ったので、今年はね、たくさんコンテンツ撮っていきたいなと思っています。多分このクオリティっていうのも私の中の基準で、これがクリアできてないから動画を出せないみたいなのがいくつかあったんですよね、今まで。そう、なんだけど、そんなことしてたら、ね、投稿1ヶ月も2ヶ月もお休みしちゃうって本末転倒だから、しっかり自分の殻も破って自分の気持ちも伝えるトレーニングも兼ねて、このポッドキャスト今後もね、続けていきたいなと思います。皆さんはどうですか？なんか自分の気持ち伝えるのは得意な方かな？多分日本人はというか日本人全員じゃないと思うけど、割と気持ちをね、伝えるのが苦手な方が多い気がしますね。中にはそんなこと全然ないって方もいると思うんですけど、私は特に結構昔から、小さい時から自分の気持ちを表に出すのがすごく苦手なタイプだったので、今も結構頑張って話しています。うん。でも、もっとね、私が届けられることがたくさんあると思っていて、なのでこの発信は頑張っていきたいなと思うし、自分のトレーニングのためにも頑張っていきたいなと思います。どうだろう？皆さんは、あれなのかな？自分の気持ちを主張するとか、自分の気持ちを相手に伝えること怖くはないですか？どうかな？そう。やっぱ特に YouTube とか、ポッドキャストとかになると、誰が見てるかわかんないところで顔を出して、自分の考えとか発信するっていうのがね、ちょっと怖さもありますね。少し。はい。なんだけど、でも、すごく温かいコメントいただけるし、視聴者さんもすごく優しい方ばっかりなので、今はまずは日本語を勉強したいとか、日本のことを知りたいと思ってる視聴者さんに、私のこの動画とか、ポッドキャストがね、届いてくれたら嬉しいなと思っています。そんな感じで、私にとっても、この2026年は、またまたチャレンジの年だし、日本語を頑張って勉強している皆さんのために、役立つ情報とか、届けていけたらなと思っています。はい。で、新しいね、コンテンツ、Vlog っぽいものもね、出したりとか、準備をいろいろしているので、ぜひ待っていただけたら嬉しいです。多分ね、髪が長かった時、そう、私髪の毛切ったんですけど、髪が長かった時の動画がね、いくつかこれから出てくるかと思います。実はね、髪を切っちゃったから、多分時系列がバラバラになっちゃってるかもしれないんですけど、なんか Vlog とかもね、頑張って撮ったので、これから編集頑張りたいなと思います。でもこんな感じでラフに、なんか喋れるポッドキャストを本当は今後もっともっと作っていきたいなと思うので、ぜひ、
これからも見ていただけたら嬉しいし、コメントをね、くれると、本当に作ってよかったなって思えるので、もしね、よかったらコメントとか、高評価とか、チャンネル登録で、私のことをね、応援してくれると、とてもとても嬉しいし、コンテンツを作る、励みになります。なので、今年の目標は、完璧じゃなくても、全部にこう自分が納得できなくても、届けることが大事だなって気づきました。そして、待ってくれてる皆さんもいるし、日本語をもっと勉強したいと思ってる方にこのチャンネルがもっと届いてくれたら嬉しいなと思っています。ちょっとね、私にとっても苦手なことにチャレンジすることになるけど、きっと皆さんもね、日本語、とてもね、勉強大変だなって思ってる方もいると思うんですけど、一緒にね、苦手なこととか、これから乗り越えなきゃいけないハードルがね、いくつかあると思うんですけど、一緒に乗り越えていけたら嬉しいなと思います。はい。ということで、2026年はたくさんコンテンツ発信していきたいと思いますので、たくさん見ていただけたら嬉しいです。では、次の動画でまた会いましょう。またねー。皆さん、こんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。このポッドキャストでは、日本語を勉強している皆さんに向けて、ネイティブがよく使う日本語や日本の文化についてお話をしています。今日もぜひ通勤中だったり、散歩中、あとは勉強の合間などにぜひリラックスして聞いてくれたら嬉しいです。はい。ということで、皆さんはいかがお過ごしですか？もう3月ですね。あっという間に2026年も2ヶ月が経っちゃって、もう3月。めちゃくちゃ早いですね。ついこの間明けましておめでとうって言ってたのに、もうこんなに日が経っていました。はい。そうそう。私はですね、つい最近、福岡県に行っていました。皆さん、福岡っていう場所は知ってるかな？どうでしょう？結構ね、日本の中でも大きい都市になります。うん。すごく大きい都市で、都会です。私は今沖縄に住んでるんですけど、はい。フライト時間はだいたい1時間ちょっと ?1 時間半ぐらいかな？はい。結構近いです。沖縄から福岡県は結構近いです。はい。で、福岡のね、とっても便利なところが、博多空港から、博多駅っていう場所があるんですけど、福岡の結構一番大きな駅ですね、が、多分、20分とか ?30 分そんなにかかんないかな？すごい近いんですよ。だいたい空港ってちょっと田舎、郊外にあって、駅まで行くのすごく遠いなっていうイメージがあったんですけども、福岡はね、街の中に空港があってとっても便利です。行ったことがある方いますかね？もしいたらぜひコメント欄で教えてください。実は福岡ね、私4回目ぐらいだったんですよ。なんですけど、ちゃんと観光したことがなくて、初めて、福岡の中で楽しんだ旅行になりました。はい。今回は福岡の中心地の博多っていう場所と、あとは糸島っていう場所に行きました。はい。糸島は、すごくね、オイスターですね。牡蠣が有名だったり、たくさん炉端って言って、牡蠣を焼いて食べる場所がね、いくつかあるんですけど、私たちがね、行った時は、あいにくの雨で、ちょっとなかなか外で楽しむイベントはできなかったんですけど、いちご狩りをしてきました。皆さんいちご好きですか？私いちご大好きなんですけど、私が行ったいちご狩りは40分か45分ぐらいですね、食べ放題になっていて、もういちごいっぱい食べてきました。はい。日本でもね、いちごが有名なブランドがいくつかあって、私がでも知っていたのは、栃木県東京から近いところにある栃木県のとちおとめっていういちごと、福岡で有名なあまおうっていういちごがあるんですけど、これ以外にあまり知らなくって、この2つがとっても有名ないちごなんですけど、私が行ったいちご狩りの場所では、10種類のいちごを食べることができました。はい。とってもね、美味しかったです。もう、10種類食べ比べてみたんですけど、全部味が違うんですよ。はい。すごくね、言葉で表現するのは難しいんですけど、すっごい甘いいちごだったり、ちょっと酸味の
酸っぱいイチゴがあったり、あとは、すごいフルーツ感がすごいイチゴだったりとか、ちょっとね、表現するの難しいんですけど、イチゴをたくさん食べれてとっても幸せでした。皆さんは、フルーツピッキングしたことありますか？どうかな？結構日本ではね、春にイチゴ狩りとか、さくらんぼ狩りとか、あとは有名なので行くと秋の季節にはブドウ狩りがあったりします。私、ブドウも大好きで、一回山梨県っていう富士山の近くにあるところに、ブドウ狩りしに行ったことがあるんですけど、もう本当にブドウも美味しくて。なので、日本ではこういう季節のイベントたくさんあって、私はね、大好きです。皆さんはいかがですか？はい。他の国にもフルーツピッキングあるのかな？なんか一回聞いたことがあるのは、アメリカの生徒さんが言ってて、ブルーベリー狩りがあるって言ってましたね。皆さんの国ではいかがですか？そういったイベントができる場所ありますか？どうかな？ぜひ、あったら教えてください。日本はね、ほんと美味しい果物たくさんあって、その季節ごとに違う旬のフルーツを食べるのが私は大好きです。旬ってわかるかな？どうかな？旬っていうのはその時期になると美味しくなるっていう意味なんですけども、例えば春だったらイチゴは、旬の季節ですね。イチゴとかさくらんぼとかは春が旬の季節になってきます。あとは夏とかで行くと、スイカが旬の季節になってきますね。はい、そんな感じです。なので、季節ごとに美味しいフルーツを食べるのが私は大好きで、はい。よくフルーツ狩りに行きます。ぜひ行ったことがない方とか、試してみたい方はね、日本のフルーツとっても美味しいので、一度試してみてください。はい。ということでですね、今日のお話のテーマは、ホワイトデーについてです。はい。皆さんはホワイトデーって知ってますか？どうかな？調べてみたところ、ホワイトデーの文化があるのは、日本と韓国と、あと、台湾と中国にあるみたいです。皆さんの国にはないかもしれませんね。どうかな？ぜひ、あったら教えてください。はい。ホワイトデーって何かっていうと、日本ではバレンタインデーっていうものもありますよね。バレンタインデーにチョコレートをもらった人がお返しをする日になります。はい。バレンタインは2月14日ですね。皆さんの国にもバレンタインはあるかな？どうでしょう？日本だと女性が男性に、チョコレートをプレゼントする日みたいなイベントになっています。はい。で、逆にホワイトデーは男性から女性にお返しをする日っていう風になっています。はい。なので今日はちょっと日本独特なこのホワイトデーについてお話できたらなと思います。はい。まずはですね、日本のホワイトデーを理解するためには、バレンタインデーの文化についても若干日本と他の国で違うことがあるかなと思うので、ちょっとお話できたらなと思います。はい。多くの国、日本以外の多くの国では、男性から女性にプレゼントをすることが多いかなと思うんですけども、日本では女性から男性にチョコレートをあげる文化があります。はい、他の国だとお花をプレゼントしたりしてるのかな？なんか決まったお花とかなのかな？ちょっとぜひ、他の国の文化について全然知らないので、自分の国ではこんな文化がありますってあったらぜひコメントで教えてください。はい。日本ではですね、チョコレートをあげる文化があるんですけども、実はね、いくつか種類があります。まず1種類目が本命チョコですね。本命チョコは、好きな人、恋愛対象として好きな相手にプレゼントするチョコのことを本命チョコって言います。はい。なので、もう本当に好きな相手に渡すチョコですね。で、もう一つが友チョコですね。友チョコは友達にあげるチョコレートの省略で友チョコって言います。はい。これは女性同士でもプレゼントし合う文化があります。うん。私も高校生とか、大人になってからもですね、バレンタインデーの時に仲のいい女友達にもチョコレートをプレゼントしたりとかあります。チョコレート以外にもですね、コスメをプレゼントしたりとか、そういったこともあります。チョコレートだけじゃないですね。はい。で、もう一つが面白くて、義理チョコっていう種類のチョコがあります。義理っていうのがちょっと面白いんですけども、例えばどんな人に渡すかっていうと、
例えば知り合いの人とか、職場の人とかですね、職場の上司とか、職場の同僚の人に渡したりするチョコを義理チョコって言います。これは女性から男性に渡すパターンもあるんですけど、恋愛対象として好きっていうわけじゃなくて、お世話になってるからとか、そういった理由で渡すチョコのことを義理チョコって言います。はい。で、バレンタインデーにね、本命チョコだったり、義理チョコだったり、友チョコを渡す文化があるんですけれども、ホワイトデーについては、そのチョコレートだったり、プレゼントをもらった側からお返しをする日になっています。じゃあそもそもなんでホワイトデーって始まったんだろうっていうところなんですけど、もともと日本にもホワイトデーっていう文化はなかったんですね。なかったんですけど、ホワイトデーに関しては日本のお菓子会社、お菓子メーカーが考えたイベントと言われています。はい。バレンタインデーのお返しとして、最初はね、キャンディーとかマシュマロをプレゼントする日として全国に広まったみたいです。はい。そして、バレンタインデーの2月14日の1ヶ月後、3月14日ですね。その日がホワイトデーになったそうです。はい。この文化の広がりは、今では中国とか韓国とか台湾の方でも広がっているみたいです。日本ではですね、ホワイトデーのお返しに、お菓子をプレゼントすることが多いです。例えば、クッキーとか、あとはキャンディーとか、マシュマロとかチョコレートですね。はい。最近ではなんかマカロンとか、あとはケーキとか、あとはコスメを渡したりとか、はい。あとは小さなアクセサリーですね。などをプレゼントする人もいます。結構バレンタインデーはチョコをあげるっていうのが定番になっているんですけど、ホワイトデーのお返しは割と、いろんな選択肢があるかなと思います。もちろんバレンタインでもチョコ以外にプレゼントする場合もあります。はい。なのでこの時期、今の時期3月とかになると、デパートとかスーパーとかには、ホワイトデーの特別コーナーみたいなのが作られて、ギフトがたくさん売られています。はい、なんかすごい美味しそうなスイーツがね、よく、スーパーとかに並んでいて、プレゼントを探している男性とかがね、たくさんいます。で、実はですね、お返しのお菓子にも意味があるみたいです。はい。学生時代とかはですね、自分が高校生とか中学生とかの時は、好きな男の子にチョコをあげて、お返しのお菓子をドキドキしながらもらったりするのが、一大イベントだったりします。結構ね、学校ではね、本当は日本の学校って、お菓子とか持っていっちゃダメな学校がほとんどだと思うんですけど、多分先生たちもバレンタインデーとかホワイトデーの時、本当は持ってきちゃダメなんだけど、多分目をつむってくれて生徒さん同士で、プレゼントしてることを知ってはいると思うんだけど、多分ね、注意してないパターンが多いんじゃないかなと思います。本当はね、ダメだからみんなこそこそ隠れてプレゼントし合ったりするんだけど、本当に好きな男の子に、チョコをプレゼントするのはめっちゃ緊張しますよね。私逆もそうだよね。ホワイトデーに男の子から女の子に、好きな女の子にお返しするときは多分ドキドキしてたと思うんですけど、なんかそういうのが青春だったりします。なんかいい思い出ですね。うんうん。日本ならではのお返し文化みたいなものがホワイトデーに直結してるんじゃないかなと思います。そう、日本ではね、何かもらったり、プレゼントでもらったりすると、お返しをするっていう文化があるんですね。例えば、プレゼントをもらったらお礼をします。お土産をもらったらお返しをします。はい。ホワイトデーもその文化の一つかなと思います。結構ね、面白いのが、旅行とか皆さん行きますよね。で、旅行に行った時に、職場の人にもお土産をね、買ったりする文化が日本にはあります。はい。私も前、会社員だった時に、旅行に行った時は、職場のみんなにもね、お土産をプレゼントしたり、逆に誰かが、職場の先輩とか同僚が旅行に行った時は、お土産をもらったりする、そんな文化があります。はい。なんか日本らしいお返しの文化の一つなのかなと思いますね。はい。ホワイトデーもそんな感じで、もらったものに対して、プレゼントでお返しをするっていう文化があります。はい。もらった気持ちに対して、感謝の気持ちでお返しをするみたいな文化が日本には、根強くあるかなと思います。
これが日本のホワイトデーの大きな特徴かなと思います。なんかすごくいい文化だし、なんか他の国にもね、あってもいいんじゃないかなと思うんですけども、なんか日本独特、日本とか韓国とか台湾とか中国にしかない今は文化なのかなと思います。はい。ぜひ皆さんも逆にどうしてるんですかね。バレンタインデーとかは男性から女性にあげることがきっと多いのかなと思うんですけども、例えば女性から何かをお返ししたりとか、それとも交換するのかどうなんだろう。ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。はい。ということで今日はホワイトデーについてお話をしてみました。皆さんの国にもなんかいろんなイベントがあると思うんですけども、ぜひね、なんか教えてほしいですね。いろんな文化ありますよね、多分。結構日本では母の日とかあったりします。5月かな？はい。5月に母の日っていう日があって、自分のお母さんだったりに、カーネーションっていうお花をね、プレゼントする、イベントがあったりします。他の国にもあるのかな？ぜひあったら教えてください。うん。とか、お母さんに感謝する日があります。で、6月は父の日ですね。父の日は、なんか皆さん大体ひまわりをあげたり、なんかネクタイをあげたり、なんかそんな感じで、プレゼントを自分のお父さんにあげたりしていますね。はい。あとはなんだろう、他にもですね、敬老の日とかあったりします。9月かな？日本では9月に敬老の日、この日は実は祝日で、国民の祝日でお休みになるんですけども、敬老の日って何かっていうと、おじいちゃんおばあちゃんですね、に感謝する日みたいな日もあります。この日はね、特に何かプレゼントをするっていう文化はあるのかな？あんまりないかもしれないんですけども、おじいちゃんおばあちゃんに対してありがとうっていう感謝を伝えたりとか、プレゼントを送ったりする場合もあるかなと思います。皆さんの国ではどんなイベントがありますか？これからもね、このポッドキャストでは日本のイベントとか独特なイベントいくつかあるので、そういった文化についても紹介をしていきたいなと思います。ぜひね、3月とか日本に来た時にスーパーとかデパートに行くとホワイトデーのプレゼントとかギフトがね、たくさん並んでると思いますので、はい、ぜひ皆さんも日本に来たらホワイトデーをぜひ楽しんでみてください。はい。では今日もポッドキャスト聞いてくれてありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。またねー。皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？私はですね、ちょっと最近寝不足が続いていて、1日に4時間から5時間睡眠の日がちょっと続いていて、少し頭が痛かったです。はい、なんですけど、昨日は久々にゆっくり寝れる時間があったので、8時間たっぷり寝たら、元気になりました。なので今はとても元気です。今日のテーマはですね、私の仕事についてちょっと皆さんにお話ししていけたらなと思います。結構ね、質問されることが最近増えて、しおんさんってどんな仕事をしてるんですか？とか、いくつ仕事してるんですか？って聞かれることが多いんですね。確かに私、去年、たくさんいろんな仕事にチャレンジしたんですよね。そう、2024年違う、2025年の5月までは、私フィリピンに住んでいて、フィリピンで会社員をやっていました。その頃は SNS マーケティングの仕事をしていて、それがメインの仕事で、プラスで日本語の先生のお仕事も始めていました。なので、ダブルワークしていた状況ですね。で、そこから2025年の6月にですね、日本語の先生として独立しようと思って会社を辞めました。なので2025年の6月からは日本語の先生としてお仕事をしています。なんですけど私実はちょっとね書き出してみたんですけど、大きく今4つの仕事をしています。はい。一つは日本語のワンオンワンレッスンをやっています。はい。今ですね、ちょうど11月からこの1月にかけて20人ぐらい生徒さんが増えてですね、現在40名の生徒さんに日本語を教えています。なので毎日毎日レッスンをたくさんやっています。多い日だと1日に9から10レッスンやったりとかしてますね。はい。
そんな感じで日本語を勉強したい皆さんにワンオンワンレッスンでレッスンをしています。はい。結構ね、この日本語のお仕事はとても楽しくって、9時間、10時間やってもですね、なんて言うんだろう、ストレスがない？むしろすごく楽しくて、もっともっとみんなに日本語を教えたいし、もっと伝えたいことがたくさんあるって思いながら、本当に楽しく日本語を教えさせていただいています。何がね、楽しいって、やっぱり生徒さんが成長していくのを、すごく近いところで見られるところが一番すごく嬉しいなって思えるし、人の成長だったりとか、誰かのね、成長だったりとか、日本語上手になっていくのをサポートするっていうこの日本語の先生の仕事がとっても私にとっては天職で大好きなお仕事です。そう、天職っていうのは、自分がすごく情熱を持ってできる仕事のことだったり、あとは、そう、使命感を持って働ける仕事とか、すごく自分が気に入っている仕事のことを天職って言うんですけど、日本語のレッスンのお仕事については本当に私は天職だなと思っています。結構最初の頃は本当にひらがなからのスタート、ひらがなを読むところからスタートしていた方が、今では日本語だけでお話しできるようになったりとか、日本旅行に行った時に日本語を使えるようになったって報告してもらったりとか、あとは JLPT に合格できたとかね、そんな言葉を言っていただけると、本当に嬉しくなるし、サポートしてよかったなって思える仕事ですね。はい。これが私の1個目の仕事。日本語のマンツーマンサポートをしています。はい。次に2つ目がコンテンツ作りですね。この YouTube、ポッドキャストもそうですし、私は Instagram もやっているんですけど、Instagram のコンテンツだったりとか、ストーリーの投稿だったりとかも毎日のようにしています。はい。結構ね、コンテンツを作るのは時間がかかるんですよね。やっぱり動画を撮るだけじゃなくて、撮影した動画を編集したりとか、みんなにもっとわかりやすく伝えるためにイラストを入れたりとか、音をつけたりとか。なので、編集だけでも結構時間がかかっちゃうんですよね。はい。なんですけど、コンテンツを作るのも私ですごく大好きだし、皆さんから、学びになったって言っていただけると、本当に作ってよかったなって思うし。はい。なので、コンテンツの作るお仕事はとても大好きです。はい。このね、ポッドキャストもすごく作るの好きで、もっともっといろんなこと届けたいなと思っています。はい。で、3つ目がですね、先生の育成事業なんですけど、今私のように日本語の先生になりたいという先生、これから先生になりたいという日本人の方を育成する、トレーニングするお仕事をしています。はい。で、それが去年の11月に始まったんですけど、現在、3名のサポート生さんがいて、その方たちも、すごく人気な先生になってくださって、めちゃくちゃ嬉しいなと思っています。日本語の先生になってから2ヶ月でもう25人の生徒さん抱えたりとか、20名以上の生徒さん抱えてくれたりとかして、日本語を教えるっていうことをね、お仕事にしてくれる方が、増えて、すごく嬉しいなと思います。そんな感じで先生を育成する事業もやっています。で、今はですね、サポート生の方がかなり増えてですね、これから日本語の先生になりたいっていう先生たちがたくさん今私のところに学びに来てくださっているような感じです。はい。そこもですね、個別でサポートとかもしているので、レッスンやりながら、日本語の先生になりたい先生に、サポートをするってことを今はやっています。これがメインのお仕事になってきますね。はい。で、今はですね、もう一つ実は4つ目ありまして、4つ目が、日本語の教科書を今作っています。はい。全部オリジナルで作っていて、皆さん教科書を持っている方もいらっしゃると思うし、持っていない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、日本語の教科書って、文法解説されていたりとか、会話例文が載っていたりとか、あとは単語がね、たくさん載っていたりすると思うんですけど、もっともっと勉強しやすくしたいなと思って、もちろん単語も勉強できるし、文法についても勉強できるし、
あとは練習問題とか会話練習ができるものももちろんあるんですけど、音声で確認したりとか、あとはディスカッションする練習がやっぱり言語って大事じゃないですか。インプットだけしても、覚えた文法を使うっていう練習をしないとなかなか上手にならないですよね。なのでそのアウトプットをするためのパートをたくさん入れたりとか、あとは文法のレッスンだけじゃなくて、トピックトークといって、好きなトピックを生徒さんに決めてもらって、そのトピックについて先生とディスカッションしながら、アウトプットの練習をしていくみたいなカリキュラムもたくさん作っていたり、あとはアニメで学べる教材とかもね、実は作っていて、そんな感じでオリジナル教材をね、ずっと開発していました。これはね、もう1年ぐらいかかってます。はい。ちょっとね、みんなにまだお届けするのには、もう少し時間がかかっちゃうんですけど、すごくいい教科書ができました。はい。それを使って実はワンオンワンの生徒さんにもレッスンをしているんですけど、とてもですね、学習しやすくって、生徒さんの成長の記録とかも管理できるようになっているので、とてもね、日本語学習をこれからする方にとって、いい教材ができたんじゃないかなと思っています。はい。リリースするまでにちょっともっと修正しなきゃいけない部分がたくさんあるので、たくさん修正これからかけて、いいクオリティで皆さんにお届けできたらなと思っています。やっぱり、あとは、言語ってイメージで覚えたりとか、皆さん母国語があると思うんですけど、母国語を介して日本語を覚えたりもすると思うんですけど、やっぱり何かイメージで覚えたりとかするっていうトレーニングも結構必要だなと思っているので、たくさんイラストを入れて、日本語の学習ができるようにしたりとか、あとは漢字のテキストブックも今作ってるんですけど、漢字も全部イメージで覚えられるように、工夫してテキストをね、作ったりもしています。なので私の教材は、文法だけが学べる教科書ではなく、アウトプットを前提としたたくさんいろんな練習ができるように設計されています。そんな感じで今は4つの授業を進めています。そう、だから去年の2025年の6月から日本語教師として独立して、そこから教材の開発も進めていたし、で、新しく先生の育成、日本語の先生になりたいって方の育成とかも始めて、すごく忙しくさせていただいた2025年でした。きっと2026年もね、また実は新しいチャレンジをしたいなと思っているので、たくさんね、お仕事が増えるかなと思うんですけど、それも楽しみながら、そして日本語のレッスンもね、楽しみながら、そしてこのポッドキャストも新しいコンテンツが出せるようにね、たくさん頑張っていきたいなと思います。本当に1日が24時間じゃ足りないくらいの毎日を過ごしてるんだけど、でもこうやって何かに没頭したりとか、何かに情熱を持ってこうやってお仕事をさせてもらえてるってすごく幸せなことだなと思っていて、私さっき日本語教師のお仕事が転職って言ったと思うんですけど、この日本語教師のお仕事に出会うまでに、私7年ぐらいかかってるんですね。で、その間もたくさんいろんなことに挑戦して、いろんなことも学んできたし、いろんなお仕事、本当にいろんなお仕事してきたんだけど、なんかこれっていう仕事に出会えなくて、情熱を持って働けるような仕事になかなか出会えてなかったんですよね。なんですけど、一昨年、2年前ですね。日本語教師というお仕事に出会って、もうこれは始めてみてすぐに分かったんですけども、これは転職だなって。私が一生かけてこの仕事をしていきたいと思う仕事にやっと出会えたのが、ちょうど2年前なんですよね。はい。そうなんです。そう、だから日本語を教えるって仕事は本当心から大好きだし、皆さんの日本語が上手になっていくのを見届けることはもうこれからもずっとしていきたいなと思っています。あとはこれからね、やっていきたいと思っているのは学習者さん、日本語を学んでいる皆さんのコミュニティを作ったりとか、あとは留学企画をしたりとか、体験しながら日本語を勉強するみたいな企画をしたりとか、あとは日本語のツアーとかですね。そんな企画も、みんなと会えるような企画とかもね、考えているので、もし旅行のタイミングが合う方とか、なんか普通の旅行じゃなくて、
体験したりとか、あとは日本人と交流したりとか、日本語をアウトプットできるような旅行の企画とかも考えていたりします。これはちょっとね、今年中にできるかな、ちょっと頑張ってやりたいんですけど、そんな感じでいろいろアイディアもあるので、それを一つずつ形にしていきたいなと思っています。はい。そんな感じで4つの仕事を今やっています。今紹介したのは4つのメインの仕事なんだけど、他にもね、いろいろお仕事はさせていただいていて、実は。なので、ここでは紹介しきれなかったんですけど、多分今年もいろんなことにチャレンジすると思います。そんな過程とかもね、このポッドキャストでぜひ共有したいなと思っています。今の現状だったりとか、こんなことにチャレンジしてるようだったり、多分チャレンジするってことはたくさん多分悩むと思うんですね、私も。こんなことに今悩んでたりするんだよねっていうのを共有、皆さんとしながら、一つずつ形にできるようにしていきたいなと思っています。実はですね、最終的な大きな目標は、ちょっとね、日本語の学校みたいなものをね、作れたらいいなと思っています。いわゆる、学校っていうよりは、みんなが集まる場所だったり、日本語を通して交流できるコミュニティみたいなものが、コミュニティの場所みたいなものをね、作りたいなと思ってたり、そんな大きい夢もあったりします。はい。まあ、一つ一つがね、その大きな夢に進む一歩だと思って、一つずつ今思い浮かんでるアイデアを形にできるようにしたいなと思っています。はい。では、ここまで聞いてくれてありがとうございました。今日のテーマは私の仕事についてっていうテーマでお話しさせていただきました。多分ね、紹介しきれてない私の他の仕事もたくさんあるんだけど、メインは4つの仕事をやっています。1つは、日本語のワンオンワンレッスン。そして、コンテンツ作成。そして3つ目が、日本語の先生になりたい方向けの育成事業。そして4つ目が、日本語の教科書を作成しています。はい。日本語の教科書については完成したら皆さんにもお知らせしたいと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。では今日もポッドキャスト聞いてくれてありがとうございました。またねー。皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。このポッドキャストでは日本語を勉強している皆さんに向けて日本の文化や日本語についてお話をしています。私のチャンネルではネイティブスピードで話す日本語を話しているので、もし早いなぁと感じた方は再生スピードからスピードを落として聞いてみてください。はい、ということで今日本は春が来ています。皆さんは日本の春といえば何をイメージしますか？結構ね、皆さん共通して頭にイメージできるのは桜かなと思うんですけど、皆さんのイメージはどうでしょうか？はい。今日のテーマはですね、日本人が桜を好きな理由についてお話をしていこうかなと思います。皆さんは桜生で見たことありますか？どうかな？日本の桜はとっても綺麗で、私も春になると桜を見に外に出かけたりもしています。はい。日本では春になると、テレビとかニュースとか SNS でも桜の話題がね、たくさん出てきます。例えば、今週は桜が満開ですとか、毎日のように桜のニュースを見ることができます。どこで見られるのというと、公園とか川の近くとか、お城の周りとか、あとは学校とか道とか、結構ね、いろんな場所で桜を見ることができます。はい。日本人にとってなんか桜ってちょっと特別なお花なんですよね。なんか春の始まりを感じることができるお花で、とても特別な花かなと思います。今日は日本人がどうして桜が好きなのか、そして日本ではどのように桜を楽しむかについて紹介していきたいなと思います。まず、日本の桜はいつ咲くのかについてお話をしたいと思います。実は日本では桜が咲くタイミングっていうのは結構地域によって違います。日本は南から北まで長い、結構細長い国なので、気温の違いによって桜が咲く時期も結構変わってきます。南の地域から北の地域へ暖かくなるにつれて少しずつ桜が咲いていきます。この流れを日本ではね、
桜前線と言います。例えば3月頃だと九州とか四国のあたりで桜が咲き始めます。その後3月から4月は東京とか大阪ですね、が咲いてきます。そして4月から5月では東北とか北海道で桜を見ることができます。結構ニュースでも桜前線が北上していますというふうな言葉を聞くことがあります。なので日本では約2ヶ月間くらいどこかで桜を見ることができます。はい。私の地元の北海道はちょうど5月の初めが満開の時期になっています。はい。なんか春といえば桜のイメージなんですけど、北海道だと5月に咲くイメージになってきます。はい。なんか日本だと入学式とか小学校とか中学校とか、あとは高校、大学の入学式っていうのがだいたい4月なんですけど、なんか4月では日本のイメージだと入学式と共に桜が満開のイメージがあるんですけど、北海道は5月が満開なので、入学式の時には桜はまだ咲いてないことが多いです。はい。ですね。で、今は実は私沖縄に住んでいるんですけど、沖縄は桜がとっても早くて、もう2月に満開でした。2月の末ぐらいにはもう満開で、2月の初めかな ?2 月の初めくらいにはもうたくさん桜が咲いていました。でも多分ね、ちょっと本州、東京とか大阪とか、本州で咲いている桜の種類とはちょっと違う種類かなと思います。沖縄の桜は結構色が濃くて、すごいピンクが、濃い色のお花になっています。本州で咲いているお花は、桜の花びらの色は、ちょっと薄いピンクかなと思うんですけど、沖縄の桜はね、結構濃いめのピンクでした。初めて見たんですけど、沖縄の桜もとっても可愛かったです。日本ではですね、桜を見ることをよくお花見って言ったりします。お花見はどんなイベントかっていうと、桜の木の下で友達とお弁当を食べたり、家族でピクニックをしたり、会社の人と集まったりしています。なんかね、ただ桜を見るだけじゃなくて、桜の木の下で時間を過ごすことがなんか大切なんですよね。はい。最近では夜桜って言って、夜にですね、ライトアップされた桜を見に行くことも結構人気になっています。結構ね、夜桜は幻想的？ちょっとなんか、ノスタルジックな感じで、夜の桜とは全く違う雰囲気になって、とても素敵です。結構デートとかで行ったり、恋人同士で行くっていうパターンが多いのかなと思います。お花見もね、大好きで、でもちょっと今年はね、忙しすぎてお花見ができていないんですけども、ちょっとまだチャンスはあると思うので、お花見今年したいなと思います。せっかくね、日本に住んでるし、日本人なので、日本人っぽいことをしたいなと思うんですけど、最近はちょっと忙しすぎて、あんまりできてないですね。はい。沖縄の桜もね、ちょっと見に行ったぐらいで、ちゃんと楽しめてなくて、ちょっと悔しいんですけど。はい、でもまだ今3月だし、まだまだ桜の時期なので、ちょっとね、別の場所に行った時にお花見をね、したいなと思います。皆さんはお花見したことあるかな？日本の桜は本当にすごいボリューミーで、感動する本当に桜が満開の場所に行くと、綺麗って本当に感動します。多分桜を見に行きたいと思っている方もね、いるんじゃないかなと思うんですけども、ぜひね、見に来てほしいです。はい、実はね、桜を楽しむ文化は結構昔からありました。はい。江戸時代、今から200年とか250年前ぐらいかな、江戸時代っていう時代の時に、有名な、画家の方がいるんですけども、多分皆さんも聞いたことあるかな？葛飾北斎っていうすっごく有名な画家の方がいるんですけれども、皆さん知ってる方もいるかもしれませんね。はい。日本でとても有名な画家の方がいて、この方の作品にも桜が描かれています。はい。結構見たことあるかなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、富岳36景というシリーズの絵があるんですけども、この作品にも富士山と一緒にね、いろんな場所から見た風景を描いた
絵があるんですけども、その中にもね、木の下で、楽しんでいる人々を描いている様子とかもね、書かれている作品があります。なので、江戸時代の人たちも、今の私たちと同じように、桜を見て春をね、楽しんでたということがわかりますね。はい。結構桜を楽しむ文化は昔から続いているみたいです。はい、じゃあなんでこんなに日本って桜が多いのって聞かれることがあるんですけども、面白い歴史があったんですね。桜が多い理由の一つが、江戸時代の将軍、徳川吉宗さんという方がいたんですけど、将軍っていうのは、今で言う、国のリーダーみたいな感じですね。はい。今日本には総理大臣という国のリーダーがいますけども、江戸時代では将軍って呼ばれる人が、政治のトップの人でした。将軍は幕府っていう政府、今でいう政府を作って、日本を治めていたんですけども、江戸時代の将軍は徳川家っていう徳川っていう人たちが代々受け継いでいました。はい。その中の一人の8代目の将軍の徳川吉宗さんという方が、人々の生活を良くするために、いろんなね、改革を行ってきたことで有名な将軍です。当時の江戸ですね。江戸っていうのは今の東京のことなんですけども、その頃から東京、江戸の時代はとても大きな町でした。はい。なんですけども、今みたいに結構東京にもたくさん公園とか、いろいろ自然を楽しむ場所もあるんですけども、当時はですね、あまりなかったみたいです。なので、徳川吉宗さんは、人々が春を楽しめるように、たくさんのね、桜をね、植えることを決めたみたいです。例えば、東京で言うと隅田川って言って、隅田川の川の近くはすごくね、桜の時期になると満開になるんですけども、その桜を植えたのは、徳川吉宗さんが指示したからだそうです。私もね、調べていて初めて知りました。はい。あとは上野っていう場所にもね、たくさん桜を植えたみたいです。はい。ですね。あとは飛鳥山って言って山があるんですけども、そこにもたくさん桜を植えたことで有名みたいです。はい。なので飛鳥山っていうのは当時から桜の名所になっていたみたいです。はい。なので日本のお花見の文化は江戸時代からずーっと続いている文化になります。じゃあなんでこんなに日本人って桜好きなんだろうって思いますよね。なんかその理由の一つが、桜って咲く期間がとっても短いんですね。多分桜がもう全部咲いて満開になった状態から、だいたい1週間ちょっとで桜が全部散ってしまうんですね。はい。花びらが全部落ちてしまうことを散るって言うんですけども、だいたい1週間ちょっとで花びらが散ってしまいます。なので日本人は今しか見られないって感じるんですね。なのでこの短い時間が春を楽しむ上ですごく特別に感じられるからだと思います。はい。で、桜はですね、咲いてる時ももちろん綺麗なんですけど、桜の花びらが落ちる瞬間、散る瞬間もとても美しいと言われています。はい。例えば、花びらがね、風で舞うって言うんですけども、バーっと風が吹いて、桜がひらひらってなっている風景のことを、よく日本語では桜吹雪って言ったりもします。はい。すっごく綺麗なので、ぜひ一度ね、皆さんにも見ていただきたいんですけども、結構タイミングがね、難しいかもしれないんですけど、桜が満開になった後、桜が散るときに、そして春はちょっと風が強いので、風がビューっと吹いたときに、桜の花びらがふわーっとね、空気に、流されていく風景が、桜吹雪って言うんですけど、めっちゃ綺麗なんですよね。そう。でもやっぱり確かにこの瞬間を毎年見るの楽しみになっていますね。はい。で、その散った花びらが川に流れていって、川がね、桜の花びらでいっぱいになってピンク色になるんですね。それもめちゃくちゃ綺麗なんですけど、実はね、この風景のことを花いかだと言われるみたいです。はい。私もこれね、調べていて初めて知ったんですけど、花いかだっていうらしいです。はい。
これはね、実は私もまだ見たことがなくて、川にね、イメージはできるんですけど、川にたくさんの花びらが落ちている様子のことを花いかだというみたいです。はい、私もいつか見に行きたいなと思います。皆さん見に行ったことあるかな？どうかな？はい。ということで今日は桜についてお話をしてみたんですけども、皆さんは桜見てみたいかな？どうでしょうか？見たことあるよっていう方もいるかな？本当にね、迫力満点で、もう満開になった桜を見るのは、とってもね、すごいなって感動したりもします。私は実は北海道なので、北海道ってね、あんまり桜がブワーって咲いてる地域少なくって、私の地元はそんなにたくさんなかったんですけど、北海道で言うと函館っていう場所は結構桜で有名な場所なんですけど、そういったところに行ってね、見てみたいなと思います。結構日本には桜の名所がいくつかあって、北海道で言うとさっき言った函館とか、あと青森の方もすごく有名な場所があります。私もまだ行ったことがないところたくさんあるので、ぜひね、桜、見に行きたいなと思います。うん。はい。日本人にとってね、桜はとっても特別なお花かなと思います。はい。桜前線ってさっきも言ったんですけど、南から北に、桜の咲いていく順番があるんですけども、それを見ながらね、例えば3月ではこの地域が桜咲いてるかなとか、あとは5月にね、行くとしたら北海道だったら桜咲いてるかなってチェックすることができます。はい、もしね、日本に来る機会があれば、ぜひ桜の時期にもね、来てみてください。ちょっとね、混んでる時期かもしれないんですけども、穴場の場所もたくさんあるので、ぜひ桜を見に来てみてほしいですね。すごく桜っていうのは日本っぽい、日本を感じられるイベントのね、一つかなと思うので、ぜひ皆さんもお花見してみてください。はい。ということで、今日はここまでとなります。今日もポッドキャスト聞いてくれてありがとうございました。ぜひ次回のエピソードでもお会いしましょう。またねー。